大丈夫ですか？目の前で女性が倒れた。とっさに駆け寄り、彼女を抱き留める。触れた肌は熱く、呼吸は浅い。誰か、救急車を。人混みの中で叫ぶ俺の声が虚しく響く。街中の雑踏が一瞬止まったように感じた。彼女の命が今この瞬間に砂時計のように流れ出している。救急車のサイレンが近づいてくる。病院に向かう車内で救急隊員に、彼女が勤める運送会社の運転手です、と告げた。俺は彼女の顔が青白く変わっていく様子をただ見つめるしかない。脳内出血の疑いがあります。CT スキャンの結果を読み上げる医師の声が俺の耳に突き刺さる。脳動静脈奇形の破裂です。深部にあり、通常の手術では、あと30分しか持たない可能性がある。病院長の言葉に周囲が凍りついた。その時、俺の中で何かが動いた。5年間封印していた記憶が鮮明に蘇る。手術室の緊張感、メスの冷たさ、患者の命を救った時の高揚感、そして失敗した時の底なし沼のような絶望。俺に手術をさせてください。20分で救ってみせます。そう言って白衣に袖を通した。俺はもう逃げない。あの日のトラウマから彼女のために立ち向かう。二つの人生が交差する手術室で新たな物語が始まろうとしていた。俺の名前は佐山仁、40歳。3年前から桜井運送のドライバーとして働いている。決して華やかな仕事ではなく肉体労働中心。毎日大変な仕事だが自分なりに誇りを持って日々の業務をこなしてきた。今日も朝から配送の仕事を終え、本社に戻ってきたところだった。玄関を入ると普段とは違う空気が漂っていることに気づいた。社員たちが妙にそわそわとしている。何かあったのだろうか。佐山さん、お疲れ様。受付の女性社員が声をかけてきた。彼女は社内の噂話に詳しいことで有名だった。今日は珍しく桜井社長のお嬢さんが来てるのよ。半年ぶりくらいじゃないかしら。そう言って彼女は事務所の奥を顎でしゃくった。視線の先にはスーツ姿の若い女性が立っていた。長い黒髪を後ろで一つにまとめ、凛とした佇まいが印象的だった。周りには数人の役員らしき人たちが取り巻いている。桜井萌、桜井運送の社長である桜井実の一人娘だ。またお飾りのお嬢様が視察に来たってことか。社員の誰かがそう言った瞬間、彼女と目が合った。俺は軽く会釈をしてロッカールームへ向かおうとするが、彼女はこちらに歩み寄ってきた。すみません。透き通るような声だった。近くで見ると思っていたよりもずっと若く見える。30代前半と聞いていたが、20代にも見える。はい、何でしょうか。俺は思わず背筋を伸ばした。周囲の視線が痛い。あなたが佐山さんですよね。月間優秀ドライバーと聞きました。少しお話を伺いたいのですが。自分にですか？はい。実は現場の声を直接聞きたいと思っていて。その言葉に周囲から小さなざわめきが起こった。役員たちの間で視線が交わされる。明らかに彼女の行動は想定外だったようだ。社長の娘からの依頼を断れるはずもない。承知しました。俺は返事をして案内された会議室へ向かった。小さな会議室には彼女と俺、それに彼女の秘書らしき女性の3人だけ。役員たちは外で待機しているようだった。突然の申し出にもかかわらず、お時間をいただきありがとうございます。彼女は丁寧に頭を下げた。お飾りと陰口を言われている割に礼儀正しい。俺は少し緊張しながら頭を下げた。いえ、こちらこそ何でも聞いてください。あなたのことは常務から伺っています。現場での提案力があり、社内でも信頼が厚いと。実は現場のドライバーさんたちが日々どのような問題に直面しているのか、生の声を聞きたいと思っていたんです。彼女の表情は真剣だった。周囲から何も知らないお嬢様と言われているというのに、その目は本気だ。俺は少し考えてから答えることにした。正直に言いますと、いくつか課題があります。
そう切り出した俺の言葉に、彼女は身を乗り出すようにして聞き入った。まず、配送ルートの最適化が不十分です。無駄な走行距離が多く、燃料コストがかさんでいます。それから、車両の整備計画も後手に回っていて、急なトラブルで配送に遅れが出ることがあります。俺は遠慮なく、現場の実情を話した。本社の管理職には何度も挙げている問題だが、改善されない現状があった。話しながら、彼女の反応が気になった。こんな話を聞いて、呆れるんじゃないだろうか。だが、彼女は違った。真剣な表情で、俺の話に耳を傾け、時折メモを取っている。質問も的確だ。単なるお飾りではないことが分かった。ドライバーの労働環境についても教えていただけますか？その質問に俺は少し驚いた。経営者側はコストや効率を気にするものだと思っていたが、彼女は人の問題に目を向けている。正直、厳しい面があります。長時間労働は業界の慢性病ですし、休憩場所の確保も難しい。若い人材が集まらず、ベテランドライバーの高齢化も進んでいます。言いにくいことも包み隠さず話した。こんなことを社長令嬢に言って大丈夫だろうかという不安もあったが、彼女は真摯に受け止めているようだった。さすがですね。とても詳しい。彼女は感心したように言った。いえ、ただの現場の人間です。ただ、この仕事が好きだから、改善できるところは自分なりに考えています。その姿勢こそ貴重なんです。彼女は目を輝かせた。実は私、この会社をもっと良くしたいと思っているんです。でも周りからは、社長のお飾り娘としか見られていなくて、何をしようとしても、ただの戯れだと思われているんです。彼女の声には苦さが混じっていた。俺は初めて彼女の立場を想像した。社長令嬢という肩書きが彼女自身の言葉や行動を曇らせているのかもしれない。桜井さんは本気なんですね。ええ、秘書くらいしか私の話を真剣に聞いてくれないんですけどね。彼女は少しうつむいた。その姿に俺は胸が締め付けられる思いがした。せっかくの熱意が周囲の偏見によって摘み取られようとしている。俺も聞きますよ。思わずそう言っていた。あなたが考える会社の問題点や改善したいことを、せっかくのご縁ですし、現場の視点からもフィードバックします。彼女の顔が明るくなった。本当ですか？とても嬉しいです。彼女の笑顔はさっきまでの凛とした表情とは違い、素直で柔らかかった。佐山さん、私にはアイデアがたくさんあるんです。でも、実現するには現場を知らないと。彼女は熱心に語り始めた。ドライバーの働き方改革や最新技術を活用した配送管理システムの導入など、具体的なビジョンを持っていた。話を聞いていると、彼女が単なるお飾りではなく、本当に会社のことを考えていることがよくわかった。桜井さん、正直に言うと、最初は形式だけの面談かと思っていました。すみません。彼女は小さく首を振った。いいえ、当然の反応です。私自身、何の実績もありませんから。でも、話を聞いて考えが変わりました。桜井さんのアイデアは現場の実情をよく捉えています。彼女の目が輝いた。本当ですか？はい。特に労働環境の改善は急務です。人手不足は深刻で、このままでは会社の存続にも関わります。俺は率直に答えた。彼女は真剣な表情でうなずいた。佐山さん、またお話を聞かせてください。あなたのような現場を知る人の意見が必要なんです。彼女の言葉に俺は不思議な高揚感を覚えた。単なるドライバーの俺の意見が会社の未来を変えるかもしれないという期待。そして彼女の真摯な姿勢に心を動かされた自分がいた。それから3週間が経った。俺は日々の配送業務の合間に桜井さんとの約束を守るべく会社の問題点を細かくメモしていた。小型のノートにはシフト編成の問題点から車両整備の不備、安全対策の不足まで現場の声がびっしりと書き込まれている。佐山、また細かく記録してるんだな。休憩室でノートに向かう俺にベテランドライバーの鈴木さんが声をかけてきた。はい、会社を良くするために。まったく若いね。でも、あんたの熱意は買うよ。
俺たちじゃもう諦めちまったことを真正面から向き合ってる。鈴木さんは苦笑いしながらも温かい目で俺を見た。あの社長令嬢と何か企んでるって噂だけど、本当かい？その言葉に俺は一瞬動きを止めた。噂が広まっているのか。企んでるなんてそんな大層な話じゃありません。ただ、現場の声を本社に届けようとしているんです。そうかい。でも気をつけな。上の連中は現状維持が大好きでね。波風立てる奴は嫌われるんだ。鈴木さんの忠告には重みがあった。彼は20年以上この会社で働いてきたベテランだ。そうですね。でも変えなきゃいけないこともあると思うんです。俺はそう言って再びノートに向かった。その日の夕方、約束通り桜井さんと会社近くのカフェで落ち合った。彼女は人目を避けるようにサングラスとマスク姿だった。佐山さん、ごめんなさい。こんな格好で。彼女は少し申し訳なさそうに言った。いえ、気にしないでください。それはそれで目立ちますけどね。その言葉に彼女は小さく笑った。本当は会社で会いたかったのだろうが、彼女の立場を考えると難しい。社長令嬢が一階のドライバーと親しくしているところを見られれば、余計な詮索を招くだけだ。これが俺がまとめた問題点と解決策です。俺は厚めのファイルを彼女に渡した。現場の問題点を体系的にまとめ、具体的な改善案まで記載したものだ。素晴らしい。こんなに詳しく。彼女はページをめくりながら目を輝かせた。特に重要なのは15ページからの安全対策の部分です。最近、ブレーキ整備の遅れで何件かヒヤリハットがありました。俺は真剣な表情で説明した。命に関わる問題だからこそ最優先で改善すべきだと考えていた。これは由々しき問題ね。でもこんなに具体的な提案があれば父も聞く耳を持ってくれるはず。次の週末、俺たちは再びカフェで落ち合い、改善策のレポートの下書きを作った。安全面の強化、効率的な配送ルートの提案、労働環境の改善など、多岐にわたる内容だ。特に重点を置いたのは、ドライバーの過剰労働問題だった。これなら説得力があるわ。彼女は満足げに言った。改善には初期投資が必要ですが、長期的に見れば必ず会社のためになります。俺は確信を持っていった。ありがとう、佐山さん。あなたがいなければ、こんな具体的な提案はできませんでした。彼女の真摯な感謝の言葉に、俺は少し照れくさくなった。普段は淡々と仕事をこなすだけの毎日だったが、彼女と関わるようになってから、自分の仕事に新たな意義を見出し始めていた。俺こそ、このような機会を与えてくれて、ありがとうございます。翌週、桜井さんから連絡があった。レポートの草案ができたので、確認してほしい、とのことだった。俺たちはまた、会社近くのカフェで落ち合うことになった。彼女の草案をもとに、安全対策の強化、適正なシフト配分、車両整備の定期化など、現実的かつ効果的な提案を盛り込んだ。これなら、副社長も納得してくれるはず。最終的なレポートを手にした桜井さんは、自信に満ちた表情で言った。このレポートは、副社長経由で社長に提出するんですね。ええ、それが会社のルールですから。内容さえ良ければ、神田副社長も無視できないはずです。翌日、桜井さんは神田副社長にレポートを提出した。俺はその場にいなかったが、後で彼女から経過を聞いた。どうでしたか？最悪です。カフェで再会した彼女の表情は曇っていた。こんなものは経費の無駄だと一蹴されました。安全対策の必要性を説明しても、この業界はそういうものだの一点張りで、彼女の声は怒りに震えていた。そんな、社長への報告は、この内容では社長に通せないって、社長は忙しいの一言で片付けられました。俺は拳を握りしめた。現場の安全よりも目先の利益を優先する経営陣。それが会社の体質なのだろうか。なら直接社長に。試しました。でも取り合ってもらえませんでした。副社長が承認していないものを持ってくるんじゃない。会社のルールを知らないのか。娘だからといって甘やかすと思うな、と。
彼女は疲れた表情で言った。そんな。当然ですよね、社長。いえ、父にとって私は社員というより世間知らずの娘。ただのお飾りのお嬢様なんですから。そんなことを言わないでください。思わず、俺は大きな声を出していた。桜井さんは驚いたのが目を見開く。狭山さん？すみません。大きな声を出してしまって。でも、自分を卑下しないでください。あなたは努力しています。熱意もあります。会社のことを考えて一生懸命に頑張っているじゃありませんか。確かに、社長や副社長には認められていませんが、あなたの気持ちは本物です。認められないからといって、なかったことにしないでください。そうですね。桜井さんは震える手でコーヒーカップを手に取る。ありがとうございます。今までそんな風に言ってくれる人はいませんでした。私、狭山さんがいてくれるから頑張れます。俺も乗りかかった船です。ここまで来たら最後まで頑張ります。だから諦めないでください。俺も現場でできることをします。ええ、本当にありがとうございます。その後、俺は同僚のドライバーたちに少しずつ問題意識を共有していった。ベテランの鈴木さんをはじめ、多くのドライバーが現状に不満を持っていることが分かった。しかし、立場を考えると表立った行動は取りづらい。みんな家族を養っている身だ。一方、桜井さんも苦戦していた。彼女からの連絡によれば、父親や他の役員たちは彼女の意見を真剣に聞こうとしないという、まだ若い、経験不足と一蹴されることがほとんどだった。それでも俺たちは諦めなかった。時には落ち込むこともあったが、互いに激励するたびに元気を取り戻していった。しかし、そんな二人の関係を冷ややかに見る目があった。ある日、俺と桜井さんが会社近くで話している姿を神田副社長に目撃されたらしい。俺は桜井社長に本社へと呼び出された。神田副社長から聞いたよ。娘に近づく怪しいドライバーがいる、とね。その言葉に俺は一瞬言葉に詰まった。だが、社長はきっと勘違いしている。確かに親しくさせていただいていますが、会社の改善について意見交換をしているだけです。意見交換？ドライバー風情が何を調子に乗っている。社長の目は冷たかった。身の程をわきまえろ。君のような立場の者が近づける相手じゃない。その言葉に俺は怒りを覚えた。しかし、感情的になっては何も解決しない。社長、私たちは純粋に会社を良くするための話をしているだけです。個人的な感情は一切ありません。会社を良くする？笑わせるな。社長は嘲笑した。君のようなドライバーが会社経営を語るとは肩払いたい。二度と娘に近づかないことだ。いいな。社長の冷たい言葉が響き渡った瞬間、応接室のドアが勢いよく開き、桜井さんが飛び込んできた。息を切らせている様子から急いで駆けつけたことが見て取れた。彼女の目には怒りと悲しみが交錯している。お父さん、何をしているの？狭山さんは何も悪くないわ。彼女の声は震えていた。父親の前でも臆することなく、まっすぐに主張する姿に、俺は内心で感嘆した。社長は眉を潜め、娘を睨みつける。お前まで何を言っている？こんな下っ端の男と密会していたのは事実だろう。密会なんてしていません。私たちは本当に社員として会っているだけです。彼女は一生懸命に説明しようとした。その瞳には涙が浮かんでいる。俺は胸が締め付けられる思いだった。彼女の立場を危うくするつもりは毛頭なかったのに。お前のような世間知らずが何を話し合うんだ。ただのお飾りが実務に口を出すな。社長の言葉は冷酷だった。表向きは娘を大切にする素振りを見せながらも、その内実は彼女を一人の人間として認めていない。ただの所有物のように扱う。その差別的な反応に俺の内側から怒りが湧き上がってきた。社長、俺は静かに、しかし芯の通った声で言った。娘さんを大切に思うのなら、彼女の意見に耳を傾けるべきです。彼女は懸命に会社のことを考えています。お飾りなんかじゃない。なんだと？お前のような立場の者が。社長の顔が怒りで真っ赤になった。だが、俺も引くわけにはいかない。立場は関係ありません。
関係あるというのなら、社長という立場の方は本当に現場をご存知ですか？このままでは会社の安全面が危険です。そう言って、俺はカバンからまとめてきたレポートを取り出した。これは、俺と桜井さんが何週間もかけて作り上げたものだ。現場の声が詰まった貴重な提言書だった。これをご覧ください。具体的な改善策も記載してあります。そして、このレポートの作成のために我々は会っていました。レポートを差し出す俺の手は震えていなかった。正しいことをしているという確信があったからだ。しかし、社長の反応は予想をはるかに超えるものだった。こんなものはいらん。社長はレポートを手に取ると、一別もせずにゴミ箱へと投げ捨てた。紙が散らばる音が異様に大きく響いた。ひどい。桜井さんの悲痛な叫びが室内に響いた。黙りなさい。社長は娘にも怒声を浴びせた。そして再び俺に向き直る。会社はそんなに甘いもんじゃない。現場の声、笑わせるな。お前はクビだ。娘にも二度と近づくな。その言葉に俺の体から力が抜けた。クビ。この言葉の重みを俺は全身で感じた。しかし、それよりも辛かったのは、桜井さんと二度と会えなくなるという事実だった。お父さん、やめてそんなこと。もう十分だ。社長は立ち上がり、秘書に指示した。この男を即刻、社外へ出しなさい。そして萌え、お前は車で家に帰りなさい。運転手が待っている。でも、行きなさい。桜井さんは涙ながらに俺を見た。その瞳には言葉にならない感情が溢れていた。申し訳なさと怒り、そして何か別の感情。佐山さん、私。彼女の言葉は小さかったが、俺の耳にははっきりと届いた。大丈夫です。落ち着いてください。それに、あなたは何も悪くない。俺はできる限り穏やかな声で言った。彼女に余計な負担をかけたくなかった。秘書に促され、俺は応接室を出た。桜井さんも別の秘書に連れられ、反対方向へと歩いていった。廊下の角を曲がる直前、彼女は振り返り、一瞬だけ俺と目が合った。その日、俺はすべての私物をロッカーから回収し、桜井運送を後にした。3年間働いた会社、毎日当たり前のように通っていた場所から、こうして追い出されるとは思ってもみなかった。それから1ヶ月が過ぎた。クビになった俺は、新しい仕事を見つけるのに苦労していた。トラックドライバーの求人は少なくないが、前職での退職理由を正直に話すと採用されないのだ。かといって嘘をつくのも心が咎める。そんなある日、都心のオフィス街を歩いていた時だった。次の面接に向かう途中、人混みの中に見覚えのあるシルエットを見つけた。桜井さん。思わず声に出してしまった。振り返った彼女と目が合う。彼女もまた俺を認識したらしく、その場に立ち尽くした。人々が行き交う雑踏の中で、俺たちだけが時間が止まったように動かなかった。佐山さん。彼女が歩み寄ってきた。以前よりも痩せた気がする。顔色も良くない。それでも彼女の目は相変わらず強い意志を宿していた。お元気でしたか？そんな当たり障りのない挨拶しかできない自分が歯がゆかった。本当は会いたかったと言いたかった。なんとか。彼女の声は弱々しかった。佐山さんこそ大丈夫ですか？あの日以来ずっと心配していました。なんとかやってます。仕事探しは大変ですけどね。その言葉に彼女の表情が曇った。彼女は自分のせいで俺が職を失ったと感じているのだろう。そんな罪悪感を持って欲しくなかった。気にしないでください。あの場で引かなかったのは俺の選択です。でも、それより本当に大丈夫ですか？顔色があまり。佐山さん、会社に戻って。彼女は何か言いかけたが、突然その場にしゃがみ込んだ。桜井さん！俺は慌てて彼女を支えた。彼女の体は熱く震えていた。すみません。最近少し体調が。そう言いかけた彼女は、そのまま俺の腕の中で意識を失った。桜井さん、しっかりしてください。周囲の人々が不安そうに立ち止まる。俺はとっさに彼女を抱え上げた。華奢な体は力を失い、呼吸が浅くなっている。俺は一瞬の迷いもなく携帯を取り出し、救急車を呼んだ。もしもし、救急車をお願いします。
20代の女性が倒れました。意識不明です。場所を伝えながら、俺は彼女をベンチに横たえた。彼女の首筋に指を当て、脈拍を確認する。弱いが規則的だ。次に、上着を脱いで、彼女の下に敷き、頭を少し高くする。彼女の呼吸を妨げるような服の締め付けを緩める。桜井さん、大丈夫ですか？聞こえますか？俺の声は震えていた。彼女との再会を喜ぶ間もなく、こんな事態になるとは。しかし、不思議と俺の中には冷静さもあった。彼女を助けなければという強い使命感が、すべての迷いを吹き飛ばしていた。救急車はすぐに来ます。大丈夫ですからね。意識のない彼女に語りかけながら、俺は彼女の手を握った。その手は冷たかった。体は熱いのに、手先が冷えている。末端冷却。危険な兆候だ。桜井さん、戻ってきてください。その言葉は彼女に向けたものだったが、同時に自分自身にも言い聞かせているようだった。彼女との関わりが、俺の人生に色を取り戻してくれた。あの1ヶ月前まで、俺は彼女と共に未来を見ていた。救急車のサイレンが近づいてくる音が聞こえた。それからすぐに救急車が到着し、救急隊員が素早く対応してくれた。彼女は担架に乗せられ、病院へと急ぐことになった。俺も同乗させてもらい、病院に向かった。救急車の中で、俺は桜井さんの手を握りしめていた。冷たい指先から生命力が失われていくようで恐ろしかった。桜井さん、必ず良くなりますから。そう何度も繰り返しながら、俺は彼女の回復を祈った。病院に到着すると、桜井さんはすぐに処置室へと運ばれていった。俺はその後を追おうとしたが、看護師に制止された。外でお待ちください。俺はロビーの椅子に座り、頭を抱えた。何かできることはないか。そう考えていると、ふと思い浮かんだのは大学時代の友人、鈴木だった。彼は今、都内の大学病院で勤務していると聞いていた。もしかしたら何か力になってくれるかもしれない。俺は携帯を取り出し、彼の番号を探した。何年も連絡を取っていなかったが、アドレス帳には残っていた。俺は迷わず電話をかけた。もしもし、鈴木か？俺だ、佐山だ。電話口で一瞬の沈黙があった。佐山？信じられないな。どうした突然。すまない。急な連絡で。実は。俺は簡潔に状況を説明した。桜井さんの容体が心配であること。何か力になれないかということ。わかった。今、ちょうど退勤したところなんだ。どこの病院か教えてくれ。俺が病院名を告げると、鈴木は驚いた様子だった。それなら、俺の病院じゃないか。すぐに行くよ。救急外来だな。ああ、そうだ。待っていてくれ。電話が切れた後、俺はほっとした。鈴木は優秀な医師だ。彼がいれば何か情報を得られるかもしれない。約15分後、白衣姿の鈴木が救急外来に現れた。以前よりも少し大人びた風貌になっていたが、穏やかな表情は変わっていなかった。佐山、久しぶりだな。彼は俺の肩を叩いた。本当に久しぶりだ。来てくれてありがとう。気にするな。患者の名前は桜井萌さんだったな。ちょっと確認してくる。鈴木は処置室に入っていった。待つこと約5分。彼が戻ってきた。来てくれ。いいのか？鈴木に促され、俺は処置室の入り口まで近づいた。中に入ることはしない。処置の妨げにならないように彼女の様子を伺った。鈴木の顔には緊張が走っていた。彼は処置室から戻ってくると、俺をロビーの隅に連れて行った。周囲に人がいないことを確認してから静かに話し始めた。佐山、彼女の状態はかなり厳しい。過労と栄養失調だけじゃない。脳内出血の疑いがある。その言葉に俺は息を飲んだ。脳内出血。それは命に関わる深刻な状態だ。どうしてそんな。言葉が続かなかった。鈴木は肩をすくめた。現時点では原因は特定できていない。検査結果を待っている段階だ。ただ、彼女の症状からすると、彼が言葉を濁している間に、俺の頭の中でいくつかのピースが繋がり始めた。彼女の顔色の悪さ、突然の意識喪失、そして手足の震え。鈴木、
これは単純な脳内出血じゃない。俺は静かに、しかし確信を持っていった。何？症状から見て、脳動静脈奇形の破裂だ。彼女の顔色、手足の末端冷却、急激な意識喪失。すべて合致している。鈴木は驚いたように俺を見た。狭山、お前。その時、処置室から若い医師が出てきた。彼は疲れた表情で俺たちに近づいてきた。患者さんのご家族の方ですか？いいえ、友人です。俺は答えた。そして思い切って尋ねた。先生、彼女は脳動静脈奇形ではないでしょうか？若い医師は眉を潜めた。明らかに素人からの医学的指摘に不快感を示している。素人判断は控えてください。我々のチームが適切に診断します。ここで引いてはいけない。彼女の命が危険な状態なのだから。失礼ながら、彼女の症状は典型的な脳動静脈奇形の破裂に見えます。詳細な CT と血管内治療が必要だと思います。医師は明らかに苛立ちを覚えたようだった。あなたは医師でもないのに何を根拠に？彼は医師ですよ。鈴木が口を挟んだ。俺は驚いて鈴木を見た。彼の表情は真剣だった。彼は素人どころか天才外科医だったんですよ。知りませんか？狭山仁という名前を。その瞬間、病院の廊下に衝撃が走った。まるで時間が止まったかのように、すべての動きが静止した。若い医師の顔から血の気が引き、目が見開かれていく。狭山仁？さらには、俺の後ろにいた年配の看護師が震える声で繰り返した。彼女の目は信じられないものを見るかのように見開かれていた。ミラクルハンドと呼ばれた狭山先生ですか？不可能とされた脳深部手術を成功させた。ハーバード大学から招聘された。医学誌への論文掲載常連だった。狭山先生。周囲からの囁きが俺を取り囲み始めた。若い看護師が先輩に、誰なの？と尋ねる声も聞こえる。彼は伝説の脳外科医よ。どんな難しい手術でも成功させる魔法の手を持っていると言われていた人なの。若い医師は蒼白な顔でよろめきながら壁に寄りかかった。その表情には恐怖と畏怖が交錯していた。申し訳ありません。お顔までは存じ上げていませんでした。医師の態度が一変し、今度は過剰なまでの敬意を示し始めた。名前が明かされた途端の態度の変化に複雑な気持ちもあったが、それよりも今は桜井さんの命だ。それより、彼女の診断結果を教えてください。若い医師は慌てて答えた。はい。実はまだ確定診断には至っていないのですが、CT と MRI は今から撮影する予定です。俺は深く息を吸い込んだ。無駄な時間が過ぎていくのが耐えられなかった。急いでください。もし脳出血なら時間との勝負です。医師はうなずき、処置室へと戻っていった。鈴木は俺の肩を叩いた。嫌な形で正体がバレてしまったな。すまない。気にするな。むしろ言ってくれたおかげで、話がスムーズに進みそうだ。それから約1時間後、CT と MRI の結果が出た。俺の診断は正しかった。桜井さんは脳動静脈奇形の破裂により脳内出血を起こしていた。状態は非常に危険で、緊急手術が必要だという。病院長も駆けつけ、俺と面会を求めてきた。狭山先生、お久しぶりです。初老の男性は敬意を込めて俺に握手を求めてきた。松本先生、お元気でしたか？かつての医局の先輩だった。彼が今この病院の病院長とは知らなかった。実は非常に困った状況なんです。松本病院長は深刻な表情で言った。桜井さんの症例は極めて難しい。脳動静脈奇形の場所が非常に深部にあり、通常の手術では危険が大きすぎる。俺は黙って聞いていた。松本先生が何を言おうとしているのか、うすうす感づいていた。我々の脳外科医では対応が難しい症例です。狭山先生、あなたならできるはずです。その言葉に、俺の中で小さな恐怖が芽生えた。5年前、同じような症例で患者を失った記憶が鮮明に蘇る。手が震え、冷や汗が背中を伝った。私は、もう医師ではありません。免許は有効です。私が確認しました。松本先生は譲らなかった。狭山先生、
彼女の命はあなたの手にかかっています。他に頼れる人はいません。その瞬間、俺の脳裏に桜井さんの笑顔が浮かんだ。会社の変革を信じて一人奮闘していた彼女の姿。そして、俺を心から信頼してくれた彼女の眼差し。手術室を準備してください。俺の声は震えていなかった。恐怖はまだあったが、それよりも強い感情が湧き上がっていた。彼女を救いたいという純粋な思い。そして、もう一度自分の技術を信じてみたいという気持ち。鈴木は驚いた表情で俺を見た。本当にいいのか？ああ、決めたんだ。俺は静かに答えた。後戻りはしない。手術準備が整うまでの間、俺は桜井さんの症例についての詳細な情報を集めた。CT と MRI の画像を何度も見直し、血管の走行を頭に叩き込む。5年前とは違う。今度は絶対に失敗しない。手術室に入る前、俺は深呼吸をした。手術着を身にまとい、手袋をはめる。かつて何百回と繰り返してきた儀式だが、今は特別な意味を持っていた。準備はいいですか、先生。看護師の声に、俺は静かにうなずいた。始めましょう。麻酔をかけられた桜井さんは、手術台の上で静かに横たわっていた。彼女の命を救うのは、今、この俺の手だけだ。俺は目を閉じ、かつての感覚を呼び戻し、メスを手に取った。手術は、極めて難しいものだ。脳深部の動静脈奇形は、通常のアプローチでは到達が困難な位置にあった。俺は新しい術式を組み合わせ、最小限の侵襲で病変に接近する方法を選んだ。バイタル、安定しています。ナースの声が緊張感漂う手術室に響く。俺は集中力のすべてを指先に集めていた。一つの間違いも許されない状況。微妙な血管の処理に、俺の技術が遺憾なく発揮された。素晴らしい！助手を務める若い医師が思わず呟いた。本来なら、到達不可能と思われた病変部に、俺はすでに達していた。難しい部分はこれからだが、俺の手に迷いはなかった。桜井さんは単なる患者ではない。彼女は俺に再び前を向く勇気をくれた人だ。彼女の会社を変えようとする情熱。そして純粋な思いに俺は心を動かされた。そんな彼女を俺は絶対に失うわけにはいかない。クリップを。俺の声は静かだが力強かった。ナースから渡されたクリップを操作して血管奇形の根元に止めていく。一本、また一本と。メスが扱うべき箇所は正確に処理し、残すべき血管は丁寧に保護していく。時間の感覚が失われていった。俺の意識は完全に手術に集中していた。かつてゾーンと呼ばれた状態。すべての感覚が研ぎ澄まされ、時間の流れすら違って感じる特別な集中状態に入っていた。最後の血管です。助手の声が聞こえる。ここが最も難しい部分だ。最後の血管を処理する際のわずかなミスが致命的な結果を招く可能性がある。俺は深く息を吸い込み、慎重に最後の処置を行った。完了しました。俺の言葉に手術室全体がほっと息をついた。術後の処置を終え、俺は手術着を脱いだ。6時間に及ぶ手術だった。疲労が一気に押し寄せてくる。だが、その疲れ以上に大きかったのは安堵感だった。見事な手術でした、狭山先生。松本病院長が深々と頭を下げた。嫉妬を許していただき、ありがとうございました。だが、まだ油断はできない。術後のケアも重要だ。俺は桜井さんの回復を見守るため、病院に残ることにした。狭山、本当にすごかったぞ。鈴木が俺の肩を叩いた。彼の目には尊敬の色が浮かんでいた。これで、狭山仁が帰ってきたと言っていいのか？その問いに俺は複雑な思いを抱いた。医師としての自分は、本当に戻ってきたのだろうか？それとも、これは単なる例外だったのか？わからない。ただ、彼女のためなら、できることがあるなら、何でもしたかっただけだ。俺の言葉に、鈴木は意味深な笑みを浮かべた。君はずっと、患者のために全てを捧げる医師だった。それは変わっていないようだな。その言葉が、俺の心に染み入った。鈴木が帰り、俺は静かに、桜井さんの病室で、彼女の眠る姿を見守っていた。窓から差し込む夕日が、彼女の顔に柔らかな光を投げかけている。術後の経過は良好だ。それを確認するたびに、胸に込み上げてくるものがあった。
佐山先生。静かに開いたドアから看護師が顔を覗かせた。桜井さんのお父様がお見えになっています。その言葉に、俺の背筋がピンと伸びた。桜井さんの父親。つまり、桜井社長だ。1ヶ月前の応接室での最後の対面が頭をよぎる。お通しください。俺は静かに言った。しばらくしてドアが再び開いた。そこには疲れた表情の桜井社長が立っていた。1ヶ月前に見た威厳に満ちた表情はなく、今の彼は単なる娘を心配する父親だった。佐山くん。俺は静かに立ち上がり、彼に向き合った。社長との再会にどんな言葉を交わせばいいのか。頭の中は空白だった。娘を、萌えを救ってくれてありがとう。予想外の言葉だった。桜井社長はゆっくりと頭を下げた。その仕草に俺は少し戸惑った。医師として当然のことをしただけです。聞いたよ。君が外科医だったなんて。社長は呆然とした表情で言った。なぜそんな人物が、うちでドライバーに。疑問と混乱が入り混じった声だった。確かに不思議だろう。天才外科医と呼ばれた人間が、なぜトラックドライバーをしているのか。そして、なぜ彼の娘と会社改革に取り組んでいたのか。俺は窓際の椅子に座り直し、静かに口を開いた。俺の父はトラックドライバーでした。幼い頃、父の姿に憧れていました。大きなトラックを操り、全国を駆け回る姿が、俺にはヒーローのように映っていたんです。目を閉じると、幼い頃の記憶が鮮明に蘇る。父の運転席に座らせてもらい、広いフロントガラスから見える景色に胸を躍らせた日々。夜中に帰ってきた父が持ち帰る各地のお土産。でも父は、お前は勉強ができるんだから、もっと人の役に立てる仕事をしなさいと言ったんです。そんな父は何度も入院を繰り返していました。長時間労働と不規則な生活で体を壊したんです。その父を見ていた医師への憧れもあって、俺は医学の道を選びました。大学、研修医、そして脳外科医としてのキャリア。俺の頭の中で過去の映像が走馬灯のように流れていく。才能があったんでしょうね。周りからはミラクルハンドなんて呼ばれるようになりました。その言葉に少し苦笑いを浮かべる。そんな称号は自分に似合わないと思っていた。でも3年前、手術に失敗したんです。桜井さんと同じ病気の患者さんを救えなかった。その言葉を口にした瞬間、胸が締め付けられるような痛みを感じた。あの日の記憶は今でも鮮明に残っている。手術室の緊張感、メスを握る手の震え、そしてお悔やみ申し上げますと、遺族に頭を下げた瞬間の虚無感。32歳の女性で、2人の子供を持つ母親でした。脳動静脈奇形は難しい手術だと知っていましたが、当時の俺は絶対に救えると思っていました。その自信は多くの成功体験から来ていた。誰も手をつけられなかった難症例を次々と成功させてきた実績。メディアに取り上げられるたびに飛来していった自己評価。そして何よりもミラクルハンドという二つ名がもたらした傲慢さ。手術前、彼女の家族に絶対に大丈夫ですと言ったんです。その言葉が今でも耳から離れません。桜井社長は黙って聞いていた。手術中、予想外の出血が起きました。それでも俺は慌てず、自分なら対処できると思っていた。でも、血管の走行が特殊で、言葉を続けるのが辛かった。でも、初めて誰かに話すことで、長い間抱え込んでいた重荷が少しずつ軽くなっていくような感覚もあった。彼女を救えなかった。俺の過信が彼女の命を奪ったんです。術後、家族に告げた時の表情が忘れられない。絶対に大丈夫と言った医師の言葉を信じ、希望を抱いていた彼らの顔が一瞬で絶望に変わる瞬間、特に長女の目が忘れられない。それは俺を責めるでもなく、ただ呆然と現実を受け止めようとする10歳の少女の目だった。それから手が震えるようになったんです。メスを持つたびにあの子の目が浮かぶ。震える手では手術はできない。それは医師として致命的だった。何度も克服しようとしたが、いざ手術室に立つと必ず同じ症状が出る。そして恐怖心が膨れ上がっていった。医局の同僚たちは休めば回復すると言ってくれた。先輩医師は誰にでもある経験だと
励ましてくれた。でも、俺の中の何かが壊れてしまったように感じた。人の命を預かる重みを身に染みて知ってしまったのだ。そんな時、ふと、父の言葉を思い出したんです。お前はドライバーには向いていないと。俺は少し苦笑いを浮かべた。皮肉なことに、向いていないと言われた仕事こそが、俺の逃げ場になりました。医局を去るとき、多くの人が引き止めてくれた。才能を無駄にするなと。でも、その才能という言葉にさえ、俺は怯えていた。才能があるからこそ、過信してしまう。その結果、取り返しのつかない過ちを犯す。そんな恐怖から逃れたかった。そして、知人の紹介で、桜井運送に入社しました。入社して間もなく、俺は現場の危険な状況に気づいた。車両整備の不備、無理なシフト、過酷な労働条件。それは、医療現場の安全軽視に通じるものがあった。だからこそ、改善したいと思ったのだ。そして、桜井さんに出会った。彼女は、俺が思っていたお飾りのお嬢様ではなかった。純粋に会社を良くしようと、奮闘する姿に心を打たれた。自分が医師としての情熱を失ったように、彼女も周囲から認められずに熱意を失いかけていた。でも、諦めていなかった。社長は静かに俺の話を聞いていた。長い沈黙の後、彼は深いため息をついた。君が渡してくれたレポートだが、その存在は初めて聞いたんだ。その言葉に、俺は驚きを隠せなかった。あれだけ時間をかけて作成したレポートが、社長の耳に届いていなかったとは。神田副社長から聞いたのは、娘が余計なことをして、現場に混乱を招いているという話だけだった。君をクビにした日も、社長令嬢に近づく不審なドライバーという報告しか受けていなかった。社長の声には後悔の色が濃かった。俺のレポートを投げ捨てたあの日の彼の行動は、実は全てが誤解に基づいていたのだ。あの一件の後、萌えに何度も説明を受けて、ようやく君が本当に会社の改善に奔走していたと知った。それも数日前のことだったよ。桜井さんは俺がクビになった後も諦めていなかったのだ。そうですか。私が破棄した君たちのレポートは、萌えが再度見せてくれた。そして、急いで社内調査をしてみたんだ。社長の表情が暗く沈んだ。君の指摘通り、現場はかなり危険な状況だった。調査を進めると、さらに驚くべき事実が次々と明らかになった。神田は安全対策費を流用していたんだ。定期点検の予算を削り、書類上は実施したことにして、その差額を着服していた。それに気がついたのはつい昨日のことだった。俺は息を飲んだ。そんな大きな不正が行われていたとは。神田副社長の対応は単なる怠慢ではなく、意図的な犯罪行為だったのだ。さらには、労働環境の改善提案も全て握りつぶしていた。無駄なコストという理由でね。社長の目には激しい怒りが浮かんでいた。今朝のことを話そう。社長はゆっくりと椅子に腰を下ろし、疲れた表情で話し始めた。今朝、桜井社長は神田副社長を役員会議室に呼び出したそうだ。桜井社長は一冊のファイルを黙って押し出した。それは俺と桜井さんが作成したレポートだった。そしてもう一冊のファイルを開いた。それは昨夜から今朝にかけて総務部と経理部に徹夜で作らせた調査報告書だった。そこには神田副社長の不正の証拠が所狭しと記載されていたらしい。俺は社長の言葉に耳を傾けながら、その場面を鮮明に思い描いていた。神田副社長の青ざめた顔、そして怒りに震える社長。神田副社長は言い訳を始めたそうだ。これは誤解です。会社のために必要な措置でした。と。そこで桜井社長は彼の机から発見された裏帳簿の写しを見せた。もはや言い逃れはできなかった。観念したように椅子に崩れ落ちた神田副社長を見て、桜井社長は全役員を集めた。そしてその場で彼の犯した罪を一つ一つ挙げた。安全対策費の流用、点検記録の改ざん、そして俺を陥れたこと。社長は彼に辞表を提出させ、さらに会社に与えた損害の全額返済を約束させた。今日からは警察の捜査も始まっているそうだ。ただ、すべてが遅すぎた。もっと早く気づいていれば、娘も君も苦しむことはなかった。社長の声には後悔の色が濃く滲んでいた。その重みは彼の肩を押し下げているように見えた。俺は静かに口を開いた。過去は変えられません。でも、これからは変えられます。
社長は俺の言葉に顔を上げ、弱々しく微笑んだ。そして、心配そうに娘の顔を見つめる目には、親としての愛情が溢れていた。狭山くん、改めて、本当に申し訳なかった。もう過ぎたことです。それより、桜井さんの回復を願いましょう。俺がそう言ったのは、過去の恨みを引きずるよりも、前を向くべきだと思ったからだ。そして何より、桜井さんの回復こそが最優先事項だったからだ。社長は複雑な表情を浮かべた。いや、そうはいかない。私は社長として、そして一人の父親として、あなたに心から謝罪したい。そう言うと、社長は深々と頭を下げた。その姿に、俺は動揺した。社長、そんな、頭を上げてください。いや、これは当然のことだ。社長は、ゆっくりと顔を上げた。君は娘の命を救い、そして会社の危機も教えてくれた。それなのに、私がしたことといえば。言葉が詰まる社長の肩に、俺は軽く手を置いた。相手が社長であろうと、今はただの父親として苦しんでいる姿に、人間として反応せずにはいられなかった。社長、本当に大丈夫です。俺も医者として当然のことをしただけですから。そう言いながらも自分の言葉に違和感を覚えた。俺も医者として、いつの間にか自分を医師と呼んでいたのだ。5年間、一生懸命に背を向けてきたアイデンティティを。社長は俺の顔をじっと見つめ、小さく微笑んだ。君はやはり医師なんだな。その言葉に、俺の胸が締め付けられた。社長は続けた。狭山くん、お願いがある。俺は静かにうなずいた。何かを予感していた。厚かましいとは思うが、よければうちの運送会社で、医療や安全面の監修をしてほしい。自分がですか？我が社には、医療や安全に精通した人材が必要だ。神田のしたことで、社内の安全管理体制は完全に崩壊している。それを立て直すには、専門的な知識と現場を知る人間が必要だ。今回のことで痛感した。社長の声は真剣だった。医師免許を活かしながら運送業界で働く。両方の世界を知る狭山くんにだからこそできる仕事だ。その言葉に、俺の中で何かが動いた。父への憧れと医療のトラウマ、相反する二つの思いが初めて一つの形を見出したような感覚だった。返答に迷っていた時、ベッドから小さな動きが見えた。桜井さんの指がわずかに動いた。桜井さん！俺は思わず彼女のそばに駆け寄った。社長も立ち上がり、娘の顔を覗き込んだ。萌え、聞こえるか？桜井さんのまぶたがゆっくりと開き始めた。意識が戻る兆候に、俺の心臓は早金を打った。彼女の目が完全に開き、ぼんやりとした視線が俺と社長の間を行き来した。父さん、狭山さん。かすれた声だったが、はっきりと二人を認識していた。安堵のため息が病室に広がった。よかった。本当によかった。社長は娘の手を握りしめ、声を詰まらせた。何があったの？桜井さんは困惑した表情で尋ねた。自分がなぜ病院にいるのか、なぜ社長と俺が一緒にいるのか、理解できていないようだった。君は、街中で倒れたんだ。脳動静脈奇形という病気で、俺は医師として簡潔に説明した。彼女に必要以上の不安を与えたくなかったからだ。手術が必要だったけど、うまくいったよ。もう大丈夫だから。桜井さんの目が大きく見開かれた。手術？誰が？その質問に社長が答えた。狭山くんだ。彼は元脳外科医だったんだよ。君の命を救ってくれた。桜井さんは信じられない表情で俺を見つめた。その目には驚きと、それ以上に深い感謝の色が浮かんでいた。狭山さん、あなた、お医者さんだったの？俺は少し照れくさそうにうなずいた。長い間隠してきた過去を、彼女に知られることへの複雑な感情があった。黙っていてすみません。話せない事情があったんです。いいんです。助けてくれてありがとうございました。俺の方こそ、生きていてくれてありがとうございます。桜井さんは、弱々しくも温かい笑顔を見せた。萌え、すまなかった。本当に彼は誠実な人間だったのに、神田にそそのかされてしまって。お父さん、もういいの。でも、狭山さんに謝ってくれた？桜井さん、先ほど謝罪の言葉をいただきましたよ。俺の言葉に、桜井さんは良かった、と言ってくれた。
本当に、どこまでも優しい人だ。その後、桜井さんが目を覚ましたことで、検査が行われた。術後の経過は順調。1週間入院すれば、無事退院できるだろうという見立てをした。再び病室に戻った俺と桜井さん。そして、桜井社長。部屋に静寂が広がった。3人それぞれが自分の思いと向き合っていた。やがて、社長が再び口を開いた。萌え、佐山くんに運送会社の医療安全監修者として働かないかと誘ったんだ。すると、桜井さんの目が輝いた。素敵。佐山さんなら会社を変えられるわ。でも、俺は言葉を選びながら続けた。医療に関わることへの恐怖は、まだ完全には消えていません。正直に告白したのは、彼女たちに対して誠実でありたかったからだ。そして、もう二度と偽りの姿を見せたくなかったからだ。命を扱う責任の重さ、失敗した時の痛み、それは簡単には拭いされない。部屋が静かになった。社長と桜井さんは俺の告白に真剣に耳を傾けていた。彼らの理解のある表情に勇気づけられ、俺は続けた。でもだからこそ、現場の人々を安全に導く手伝いがしたいとも思います。俺の声は次第に強くなっていった。自分の中から湧き上がってくる確信を感じたからだ。トラックドライバーの父を持つ息子として、そして命の重さを知る医師として、二つの視点から安全を守る仕事がしたい。言葉にするほどに、その思いは俺の中で明確になっていった。かつての自分は称号にとらわれ、傲慢になっていた。しかし今の自分は違う。現場の視点も知り、失敗の痛みも知り、そして大切な人を守りたいという純粋な思いも知っている。社長、お受けします。桜井運送の医療安全監修者として働かせてください。その瞬間、俺の中で何かが繋がった。父への憧れと医師としての使命が一つの道として姿を現したのだ。それから1週間が経った。桜井さんの回復は俺の予想を上回るペースで進み、今日ついに退院の日を迎えた。佐山さん、また来てくれたんですね。病室で荷物をまとめていた桜井さんが、俺を見つけて嬉しそうに微笑んだ。入院中、俺は毎日、彼女のお見舞いに来ていた。それは単に容体を確認する医師としてだけでなく、彼女の笑顔を見ることで、自分も元気をもらえるからだった。退院の日に来ないわけにはいかないでしょ。俺はそう言って、持っていた花束を彼女に差し出した。白いバラの花束。清潔で凛とした美しさが、彼女に似ているように思えたからだ。まあ素敵。ありがとうございます。彼女は花束を受け取ると、その香りを深く吸い込んだ。その仕草には、退院を喜ぶ解放感と、これから始まる新生活への期待が現れていた。社長は？俺が尋ねると、彼女は小さくため息をついた。会社の緊急会議で来られなくなったんです。神田さんの後任人事について揉めているみたいで。彼女の表情に少しだけ寂しさが浮かんだのを見逃さなかった。社長も来るはずだったのに、会社の用事で来られなくなったことを、残念に思っているのだろう。じゃあ俺が送ります。車も用意してあるし。そう言ったのは、彼女に少しでも安心してほしいという気持ちからだった。そして、正直なところ、二人きりで過ごす時間が欲しかったからだ。本当ですか？助かります。病院を出るとき、桜井さんは立ち止まり、振り返った。ここで、私の命を救ってくれたんですよね。でも、本当はあなたが俺を救ったんだ。その言葉に、彼女は首をかしげた。どういう意味ですか？俺は静かに答えた。あなたが俺に、会社改革を持ちかけてくれなかったら、俺は、ただの逃げ続ける男のままだった。それだけでなく、メスを握る勇気を取り戻すきっかけをくれたのもあなたです。佐山さん。彼女が何か言いかけたとき、病院の出入り口から声がかけられた。おや、佐山先生。振り返ると、松本病院長が立っていた。彼は満面の笑みを浮かべながら近づいてきた。桜井さん、退院おめでとうございます。佐山先生のおかげで順調な回復ですね。松本先生は桜井さんに頭を下げた後、俺に向き直った。佐山先生、今後ともよろしくお願いしますね。松本病院長の言葉に俺は深く頭を下げた。実はこの病院の非常勤医師として受け入れてもらえることになったのだ。俺としては
願ってもいない申し出だった。松本病院長も、ぜひ俺の技術を他の医師にも伝えてほしいとのことで、互いの利害が一致したのだ。桜井運送との兼務も許可された。俺の状況を理解し、無理のない形で現場復帰できる提案をしてくれたのだ。もちろん恐怖はまだあった。しかし、今度は一人で抱え込まない。患者のため、そして自分自身のために正直に向き合っていこうと心に誓った。翌日、桜井運送の役員会議室で、俺は社長直々に紹介してもらう。本日から佐山仁さんが当社の医療安全監修者として勤務します。彼は外科医であり、現場を知るドライバーでもある貴重な人材です。社員たちの間から驚きの声が上がった。そして次第に拍手へと変わっていった。社長の挨拶の後、俺は桜井さんのオフィスに招かれた。窓際の広いデスクに、かつて作成したレポートが広げられていた。これをベースに安全対策を進めたいんです。彼女の目は輝いていた。伏せられていた彼女の提案がようやく日の目を見るのだ。一緒に会社を良くしていきたいんです。佐山さんのアイデアと私の立場を生かして。彼女の言葉には熱意が溢れていた。それは以前から変わらない彼女の夢だ。しかし今は俺というパートナーがいる。もう孤独な戦いではない。必ず実現しましょう。桜井さんは嬉しそうにうなずいた。それからの日々は忙しくも充実したものだった。週に2日は病院で非常勤医師として働き、残りは桜井運送で安全対策の構築に取り組んだ。どちらの仕事も命を守るという点では共通していた。桜井さんとは毎日顔を合わせ、会社の改革プランを練った。最初は純粋に仕事上のパートナーだったが、次第に仕事の枠を超えた関係へと変わっていった。食事に行く回数が増え、休日にはドライブに出かけることも。ある週末、俺たちは海辺のカフェでコーヒーを飲んでいた。初夏の潮風が心地よく、穏やかな波の音が二人を包み込んでいた。佐山さん、覚えていますか？最初に会ったあの日。もちろん。あなたは役員たちに囲まれていましたね。あの時、佐山さんが私の話を真剣に聞いてくださって嬉しかった。桜井さんの瞳が柔らかく輝いた。彼女が俺の手に自分の手を重ねてきたので、俺はそのぬくもりをしっかりと握り返した。佐山さん、いえ、仁さん。初めて名前で呼ばれ、胸が高鳴った。私、あなたが好きです。素直な告白に、俺は戸惑うことなく答えた。俺も、あなたが好きだ。俺たちの関係は自然な流れによるものだった。共に困難を乗り越え、互いの弱さも強さも知り尽くしてきた。もはや誰にも阻まれることなく、二人の関係は確固たる絆へと発展していった。翌週、俺たちは社長に二人の関係を報告した。彼は最初こそ驚いた表情を見せたが、すぐに温かな笑顔へと変わった。君は娘を救ってくれた恩人だ。これ以上に頼もしい相手はいない。それから半年後、俺たちの提案は会社に大きな変化をもたらした。安全対策の強化、労働環境の改善、効率的な配送システムの導入、どれも現場の声を生かした改革だった。ドライバーの労働時間は減り、事故発生率は激減。会社の評判も上がり、新たな取引先も増えていった。俺と桜井、いや、萌さんは互いの夢を支え合いながら明るい未来へと歩み出していた。二人で乗り越えた困難はより強い絆となって二人を結びつけていた。仁さん、あなたに会った時、こんな未来が待っているなんて想像もしていなかったわ。萌の言葉に俺は静かに微笑んだ。俺も同じだよ。でもあの時の選択は間違っていなかった。俺は過去のトラウマを乗り越え、医師としての誇りを取り戻した。萌はお飾りのお嬢様というレッテルを払拭し、実力ある経営者へと成長した。互いの弱さを認め、強さを引き出し合う関係。それは俺たちの人生に新たな価値をもたらしていた。桜井社長も変わった。娘を心から尊重し、彼女の意見に耳を傾けるようになった。親子関係も以前より深まり、家族の絆が強くなっていった。人は変われるんだね。萌がそう言ったとき、俺は心から同意した。ああ、お互いを信じればきっと変われる。俺たちの物語はまだ始まったばかり。これからも困難は訪れるだろう。しかし今は互いの手を取り合い、
共に未来を切り開いていく確かな自信があった。問題が解けなかったら退学なんてあんまりです。廊下に響くその声は、ある女子学生が一生懸命に訴えているものだった。彼女の前には厳しい眼差しを向ける教授が立ちはだかっている。理解できないならここに居場所はない。これは高度な数式だが、それを解けなければ君は即刻退学だ。そんな、専門家でも頭を悩ませるレベルですよ。それで退学だなんて理不尽です。理不尽？教授が生徒に問題を出すのに何か問題があるのかな。女子学生は髪を握りしめ、その場に立ち尽くした。彼女の目には絶望が広がっていた。彼女が研究室に戻ると、俺は軽くノックをして部屋に入る。失礼します。机に広げられた紙には、途方もなく複雑な数式が並んでいた。その数式、こうやったら解けるよ。俺はチョークを手に取り、黒板に向かった。彼女の驚きの声が背後から聞こえる。どういうこと？あなた、一体何者なんですか？この日を境に、俺の人生は予想外の方向へと動き始める。俺の名前は町田治、35歳、独身。日本の私立大学で清掃員として働いている。特別なことは何もなく、地味に暮らしている。誰にも気づかれず、誰の記憶にも残らない存在。それが、俺の日常だった。朝、いつもの時間に起きて、昨日のうちに買っておいた弁当を食べ、いつもの電車に乗る。大学に着いたら、いつもの制服に着替えて、いつものルートを掃除する。誰とも深く関わらず、ただそこにいるだけの存在。それが、俺の選んだ生き方だった。選んだ、というより、流れ着いたと言った方が正確かもしれない。ある意味、この仕事は俺に合っている。誰にも邪魔されず、自分のペースで働ける。ここで働き始めた時には、これまでの環境と大きく異なり、戸惑っていたが、今はなんてことない。習慣って恐ろしいな。そうつぶやきながら、工学部研究棟の廊下を掃除していた時だった。ガラ。研究室のドアが開き、中年の男性と女子学生が飛び出してきた。待ってください、久富教授。それはあまりにも理不尽です。女子学生は男性を追いかけ、何かを一生懸命に訴えている。対して男性は女子学生を振り払うように廊下を突き進んでいく。多賀さん、何度も言わせないでくれ。どうして私だけがそんな難題を？納得できません。多賀と呼ばれた彼女は、きっと男性、久富教授を見据えた。意志の強そうな瞳だが、不安が見え隠れしている。納得。教授が生徒に問題を出すのに何か理由が必要なのかい？それは。これは君の実力を確かめる、いわばテストだ。だからって、解けるわけないじゃないですか。専門家でも頭を悩ませるレベルでしょ？そういった問題に取り組むのも大学の仕事だ。いいか、もう一度言う。この数式が解けなければ、君は退学だ。この指示は覆らない。久富教授はそう言うと、早足で去っていく。残された多賀さんは髪を握りしめ、その場に立ち尽くしていた。俺は掃除の手を止め、その光景を見ていた。通常なら、学生の問題には関わらない。それが、清掃員としての暗黙のルールだった。学生と教職員の間に横たわる問題は、清掃員である俺の領分ではない。だが、多賀という学生の表情に引き込まれた。一生懸命に訴える姿。そして、拒絶された後の絶望。かつて、自分も同じような顔をしていたことを思い出した。多賀さんは研究室に戻り、窓際に座り込んだ。髪を机の上に広げ、頭を抱えている。その肩は小刻みに震えていた。泣いているのだろうか。俺はモップを手に教室の入り口まで来ていた。失礼します。掃除をしてよろしいでしょうか。本来ならそう声をかけるべきだが、彼女の様子が気になって言葉が出てこなかった。代わりに軽くノックをして存在を知らせた。多賀さんは顔を上げた。目は赤く腫れていたが、涙はなかった。怒りと悔しさで震えていたのだ。彼女は俺の存在を確認すると無言でうなずいた。俺の存在など、彼女にとっては風景の一部でしかない。それが清掃員という立場だった。俺は静かに床を履き始めた。入り口から
窓際へと近づいていく。多賀さんの机に近づくにつれ、彼女が見つめる紙の内容が目に入った。複雑な計算式が並んでいる。多変数の変微分方程式と境界条件、高等数学の応用問題だ。彼女の目には焦りと絶望が混じっている。詳しい理由はわからないが、これを解かなければ退学。そんな不当な理由で退学に追い込まれようとしている彼女を見て、胸が締め付けられた。これを解けというのは、無茶だな。思わずつぶやいた言葉に、多賀さんが顔を上げた。あ、すみません。掃除の邪魔をして。彼女は、申し訳なさそうに少し場所を移動した。いえ、気にしないでください。俺は掃除を続けながら、ちらりと紙の上の数式を見た。多賀さんのため息が聞こえる。どうすれば？彼女は絶望的な表情で紙を見つめている。俺の仕事は清掃。このまま黙って掃除を終え、この部屋を去ればいい。だが、このまま見過ごすわけにはいかなかった。難しそうですね。俺は何気なく言った。多賀さんは小さく笑った。その表情には自重の色が見えた。難しいどころじゃないんです。これ、解けなかったら退学になるって。彼女の声が震えた。涙をこらえているようだった。少し見せてもらえますか？え？あ、はい。多賀さんは不思議そうな顔をしたが、紙を差し出した。俺は紙を手に取り、内容を確認した。予想通り、量子力学と流体力学を組み合わせた複雑な問題だ。しかし、その数式、こうやったら解けるよ。俺は黒板の方へ向かい、チョークを手に取って黒板に走らせた。変微分方程式を変形し、境界条件を適用し、一歩一歩解いていく。頭の中に眠っていた知識が、まるで昨日勉強したかのように鮮明に蘇ってきた。チョークの音だけが教室に響く。背後で多賀さんの息を飲む音が聞こえた。彼女が立ち上がる気配を感じる。驚きのあまり思わず席を立ったのだろう。この部分は境界条件を使って簡略化できる。そして、この変数変換を行うと、俺は無意識に説明を始めていた。説明しながら解いていくと、複雑な問題も整理されていく。最後の統合を記したとき、不思議な満足感に包まれた。知識を使って問題を解決する。そんな単純な喜びを体感できた。え、どうしてこんな難しいのに？あなた何者？振り返ると、多賀さんが目を見開いて黒板を見つめていた。その表情には純粋な驚きと困惑が混ざり合っていた。ここの清掃員です。俺は肩をすくめた。あえて詳しく説明しない方がいいと判断した。過去を掘り返されたくなかったし、何より目立ちたくなかった。それだけじゃないでしょう。多賀さんは食い下がった。彼女の目は真剣そのものだった。この問題、工学部の教授たちでも頭を悩ませるレベルだって聞いています。それを、こんなにスラスラと。昔似たような問題を解いたことがあるんです。偶然ですよ。俺は淡々と答えた。偶然なんかじゃない。これだけの知識がある人が、どうして清掃員を。彼女の言葉は途中で止まった。自分の言葉が失礼だと気づいたのだろう。すみません。余計なことを言って。俺は首を振った。彼女を責める気はなかった。むしろ率直な反応が新鮮だった。長い間、誰も俺の能力に気づかなかった。気づかせないように生きてきたのだから当然だが、いいんです。人生いろいろありますから。黒板を指さして続けた。これを写しておいてください。これで久富教授も文句は言えないでしょう。でも、これが私の回答だって信じてもらえるかな。確かにその心配はもっともだった。突然、専門家レベルの問題が解けるようになったと言っても誰も信じないだろう。じゃあ、こうしましょう。俺は再び黒板にチョークを走らせた。今度は回答の過程を簡潔に説明するメモを書いた。これを見ればあなたが理解して解いたことになります。質問されたら答えられるようにしておいてください。多賀さんは感心した様子で黒板を見つめた。すごい。こんな風に説明されると理解できる気がします。理解できなくても言葉だけ覚えておけば大丈夫です。専門用語を並べれば相手は質問しづらくなりますから。俺はウインクした。多賀さんは思わず笑った。その笑顔に
俺も思わず微笑んだ。あれから1週間が過ぎた。タガさんから怪盗に関する連絡はなかったが、どうやらうまくいったようだ。俺は日常である光学棟の廊下掃除を淡々と続けていた。窓から差し込む午後の日差しが床に長い影を落としている。ワックスがけをしたばかりの床が光を反射して、まるで鏡のように輝いていた。俺はこの瞬間が好きだった。自分の仕事の成果が目に見える形で現れる瞬間。単純だが確かな達成感。町田さん。背後から聞こえた声に驚いた。こんな元気な声で俺を呼ぶ人なんていないと思っていたからだ。声の正体はタガさんだった。タガさん。タガさんは息を切らしながら駆け寄ってきた。両手には大量の資料やノートを抱えている。彼女の目は輝いていた。あの時は本当にありがとうございました。久富教授、全然文句を言わなかったんです。むしろ感心してました。彼女は嬉しそうに報告した。その表情には純粋な喜びが溢れていた。俺は少し照れくさくうなずいた。よかったですね。本当にありがとうございました。それで、実は相談があって。タガさんは周囲を見回し、人目を避けるように声を低くした。その様子に、俺は不安を覚えた。また何か問題が起きたのだろうか。近々、大学内研究コンクールが開催されるんです。優勝者には大きな研究費とサポートがつくんです。知ってますか？ああ、1階のロビーに貼っているポスターに書いてあった気がするね。私、救命ロボットの研究をしているんです。災害現場で人命救助ができるロボットの開発が夢で。それは素晴らしい研究テーマですね。ありがとうございました。でも、設備や資金が足りなくて、このコンクールで優勝すれば、本格的にロボットの開発を進められるんです。タガさんの情熱には伝染性があった。彼女が話すほどに、その夢の大きさと純粋さが伝わってくる。俺は心からそう思った。若い研究者の情熱と使命感がとても眩しい。それで、タガさんは少し躊躇した後、勇気を出したように続けた。町田さんに協力してほしいんです。え、俺に？お願いします。あの時の数式を解いた町田さんにご指示いただけたなら、きっと成果が出るはずです。私一人では。タガさんの目には切実さが宿っていた。彼女にとって、このコンクールは単なる学内イベントではなく、夢への重要なステップなのだろう。その時、廊下の向こうから女子学生のグループが近づいてきた。その中心にいた学生がタガさんを見つけると意地悪そうな笑みを浮かべた。あら、タガさん、コンクールに出るって本当？彼女の声にはあざけりが混じっていた。タガさんの表情がこわばるのが見えた。増山さん。ええ、出るわよ。もちろん優勝のために。タガさんの声には緊張が滲んでいた。増山と呼ばれた学生は、洗練された服装と自信に満ちた振る舞いで、周囲の学生を従えているように見えた。あなたが優勝？無理無理。私がいただくわ。増山さんは高笑いをした。彼女の言葉には絶対的な自信があった。どうしてそんなに自信満々なの？だって状況が違うもの。審査員は教授たちよ。そして私は学園長の孫。誰もが私に注目するってわけ。みんなの興味を引きつけなければ優勝なんて狙えないわ。なるほど。彼女は学園長の孫なのか。確かに、この手のコンクールというものは実力だけでなく、審査員からの期待度も必要なのだろう。すでに、勝負は始まっているのだ。そんなことないわ。私にも味方がいるから。タガさんは胸を張っていった。その声は少し震えていたが、意志の強さは感じられた。彼女の言葉に、増山さんは目を細めた。味方？まさか。増山さんは視線を俺に向け、上から下まで寝踏みするように見た。その目に映っているのは大学の清掃員だ。まさか、そちらの清掃員さんのこと？彼女は高笑いをした。その笑い声は廊下に響き渡り、周りの学生たちも釣られたように笑い始めた。そんな人に頼るなんて無謀よ。清掃員が何を知ってるっていうの？ああ、もしかして床の掃除方法？そちらに関してはプロですもんね。増山さんのあざけりに周囲の笑い声が大きくなる。タガさんの顔が真っ赤になり、目に涙が浮かんでいるのが見えた。私は忙しいから
これで失礼するわね。増山さんは、勝ち誇ったように顎を上げ、友人たちを連れて歩き去る。廊下には、俺とタガさんだけが残された。すみません。私のせいで町田さんまであんな風に言われてしまい。タガさんはうつむいていった。その声は消え入りそうに小さかった。気にしないで。俺はモップを壁に立てかけた。この状況では、もう掃除どころではなかった。タガさん、どうしてそんなにコンクール、いや、ロボットにこだわるの？その質問に、タガさんは少し驚いたように顔を上げた。彼女の目には、言葉にできない感情の深さがあった。私が小学生の時、大きな地震があったんです。彼女の声はかすれていた。過去の記憶をたどるのは、彼女にとって簡単なことではないようだった。私の家族は無事だったけど、私の親友や親戚が倒壊した建物の下敷きになったんです。タガさんは自分の手を見つめながら続けた。レスキュー隊が一生懸命に捜索して、でも到着が遅くて、到着しても狭い場所に入れなくて。彼女の声が途切れた。話す必要はなかった。結末は明らかだった。もしそこに小さくて高性能なロボットがあれば、もし人間が入れない場所にロボットが入れていれば、それだけで救われる命がきっとあったと思うんです。だから私はいずれ本格的にロボットを開発できるようになりたくて、この大学に入学しました。正直、ロボット工学そのものを専門に学べる大学は他にもありました。でも、ここは企業や国からの補助金が豊富で、大規模な研究事業をたくさん抱えているんです。最先端のプロジェクトに参加すれば、夢に一歩近づけるんじゃないかって。彼女は苦しそうに言葉を詰まらせた。私、ロボットの設計やプログラミングは得意なんです。けれど、いざ災害現場で実用化するためには、制御理論とか高度な数学が不可欠。そこが大きな壁でした。人がいくら努力しても補えない部分があるんじゃないかって何度も悩みました。学校の研究費がどれほど大きくても、結局は実力で選ばれなきゃプロジェクトに参加できない。ましてや、数学を扱う教授陣からこれくらいの理論もわからないのかなんて言われたら、もう返す言葉がなくて。俺は黙って彼女の話を聞いていた。彼女の中に燃える情熱、そして過去のトラウマから生まれた使命感。それは単なる学業の成功や賞を取るための野心ではなく、人命を救いたいという純粋な願いだった。無理かな、やっぱり。タガさんはそうつぶやいた。彼女の目からは光が消えかけていた。俺は自分の過去を思い出していた。今目の前で夢に向かって一生懸命に戦っている若者を見ると、どうしても放っておけない。俺が数学を教えるよ。思わず口から出た言葉に自分でも驚いた。え？タガさんは目を丸くして俺を見た。諦めないで。俺は強く言った。その言葉はタガさんだけでなく過去の自分にも向けているようだった。本当ですか？本当にいいんですか？うん。君の情熱に負けたよ。今日の夕方から俺の仕事が終わった後に図書館で会おう。タガさんは笑顔でうなずいた。その笑顔には純粋な喜びと感謝が溢れていた。それからの日々は目まぐるしく過ぎていった。日中は通常通り清掃の仕事をこなし、夕方になると図書館でタガさんと会う。彼女が開発している救命ロボットの制御プログラムを改良し、数学的な基礎から応用までを教えていった。タガさんは驚くほど吸収が早かった。単なる暗記ではなく、根本的な原理を理解しようとする姿勢が印象的だった。彼女の目は常に真剣で、質問も鋭く、的を射ていた。時間が経つにつれ、タガさんとの距離は自然と縮まっていった。単なる教える側と教わる側という関係ではなく、一つの目標に向かって協力する同志のような関係に変わっていた。彼女の作る救命ロボットのプロトタイプが少しずつ形になっていくのを見るのは純粋に楽しかった。小さな成功の積み重ねが大きな達成感につながっていった。ついに動きました。ある日、タガさんは小さなロボットを持ってきた。それは彼女の手のひらに収まるサイズだったが、複雑な動きができるように設計されていた。見てください。このセンサーが障害物を検知して、最適な経路を計算するんです。彼女は誇らしげに説明した。俺が教えた数学的アルゴリズムがロボットの動きに命を吹き込んでいた。すごいじゃないか。
俺は素直に褒めた。彼女の成長と努力は心から称賛に値するものだった。これも町田さんのおかげです。多賀さんは嬉しそうに言った。彼女の笑顔には純粋な喜びが溢れていた。いや、これは君の努力の結果だよ。俺は首を横に振った。確かに、数学的な部分は俺が手伝ったが、ロボットの設計やプログラミング、そして何より情熱はすべて彼女のものだった。いよいよコンクールまであと3日ですね。多賀さんは少し緊張した様子で言った。大丈夫。君なら絶対に優勝できる。俺はそう言って彼女の肩を軽く叩いた。本当にそう思っていた。多賀さんのロボットは技術的に優れているだけでなく、人命救助という崇高な目的があった。ありがとうございます。多賀さんは深く頭を下げた。その仕草にはこれまでの日々への感謝が詰まっていた。さて、最後の調整をしよう。俺はそう言ってデスクに向かった。コンクールまでの残り時間を最大限に活用するつもりだった。この2週間で俺自身も何かを取り戻したような気がしていた。誰かのために知識を使う喜び、問題を解決する達成感、そして何より人と心を通わせる温かさ。長い間自分から閉ざしていた世界に少しずつ光が差し込んでくるような感覚だった。コンクールの日、大学の講堂は人で溢れていた。大学関係者だけでなく、地元企業や研究機関からの見学者も多く、会場には緊張感が漂っていた。俺は清掃員の制服を着て、会場の片隅で掃除をしながら状況を見守っていた。多賀さんの発表は最後から2番目。鳥は学園長の孫である増山真知さんだった。前の発表者が講談し、司会者が多賀さんの名前を呼ぶ。次は、工学部ロボット工学科3年、多賀優香さんの災害救助用マイクロロボットの開発についての発表です。会場からは丁寧な拍手が起こった。多賀さんは緊張した面持ちで壇上に上がった。彼女は俺の姿を探すように会場を見回し、目が合うと小さくうなずいた。その目には不安と決意が混ざり合っていた。皆さん、こんにちは。工学部3年の多賀優香です。多賀さんの声は最初こそ震えていたが、徐々に力強さを増していった。私が開発しているのは、災害現場で人命救助を行うマイクロロボットです。彼女はスクリーンに映し出された映像を指しながらロボットの概要を説明した。このロボットは直径わずか10センチながら高度なセンサーと人工知能を搭載し、瓦礫の中でも自律的に動き、生存者を探し出す能力を持っています。多賀さんの説明は明確かつ簡潔で、専門知識がない人にも理解しやすいものだった。彼女の言葉には情熱と使命感が込められていた。次に実際のデモンストレーションをご覧いただきます。多賀さんは会場中央に設置された小さな瓦礫のジオラマを指した。このジオラマの中に人間の体温と呼吸を模した装置が隠されています。私のロボットがそれを発見し、最短経路で到達する様子をご覧ください。彼女はリモコンのボタンを押した。小さなロボットが動き始める。会場は静まり返った。全員が息を飲んで見守っている。ロボットは瓦礫の間を器用に動き回り、センサーを使って環境を把握していく。その動きは機械的ではなく、まるで生き物のように流動的だった。これは俺が教えた数学的アルゴリズムの成果だ。これから特筆すべきは、このロボットの制御システムです。多賀さんはスクリーンに複雑な数式を映し出した。俺が彼女に教えた方程式だ。従来の線形制御理論では対応できない複雑な環境でも、非線形制御理論を応用することで、ロボットの安定した動作を実現しています。彼女は自信を持って説明した。最初は苦手だった数学的な部分も、今では完全に理解し、自分の言葉で説明できるようになっていた。俺はその成長に胸が熱くなるのを感じた。ロボットはやがて隠された装置を発見し、そこに到達した。小さなライトが点滅し、生存者発見という表示が画面に現れた。会場からは大きな拍手が起こった。中には立ち上がって拍手する人もいた。誰の目にもこのプレゼンテーションが卓越したものであることは明らかだった。このロボットは現在プロトタイプの段階ですが、実用化されれば多くの命を救うことができます。私の研究目標は、このロボットを実際の災害現場で活用できるレベルまで発展させることです。
私は小学生の頃に大地震で親友や親戚が被害に遭いました。あの時小さくて高性能なロボットがあったなら、狭いところに潜り込んでもっと早く生存者を見つけられたかもしれない。人間が届かない場所にロボットなら入れる。小さな体でも失った命を一つでも救えるかもしれない。あの時、私が救えなかった人たちが、もしロボットの手が届けば助かったかもしれない。そんな後悔をもう誰にもさせたくないんです。だからこそ私はこの救命ロボットをどうしても完成させたいんです。将来的には実際の災害現場で使えるレベルまで発展させて、多くの命を守りたいと考えています。タガさんは力強く締めくくった。会場からは惜しみない拍手が送られた。俺はタガさんに向かって小さく拳を上げた。彼女も俺の姿を見つけ、小さく笑顔を見せた。タガさんのプレゼンが終わると、会場には熱気が残っていた。あちこちで素晴らしかった。これは優勝だという声が聞こえてきた。俺も同じ思いだった。彼女の発表は内容、プレゼンテーション、実演のどれをとっても完璧だった。そして最後の発表者である増山さんの番になった。次は工学部工業デザイン科3年、増山真知さんの未来の生活空間における自動化システムの発表です。増山は自信に満ちた表情で壇上に上がった。彼女の発表は見た目は華やかだし、中身もしっかりしている。だが、未来のスマートホームという、すでに多くの企業が取り組んでいるテーマで、特に新規性や独創性は感じられなかった。プロトタイプのデモンストレーションも、単にリモコンで操作する家電の集合体に過ぎず、タガさんのロボットのような複雑な制御システムはなかった。会場の反応もタガさんの時ほど熱狂的ではなかった。丁寧な拍手は起きたものの、どこか義務的な印象だった。すべての発表が終わり、審査時間に入った。審査員は学園長を含む大学の教授陣と企業からの招待者数名で構成されていた。俺は控え室の廊下を掃除しながら結果発表の時間を待った。心の中ではタガさんの優勝を確信していた。彼女の発表は内容の独創性、社会的意義、技術レベルのどれをとっても群を抜いていた。約30分の審査時間の後、学園長が壇上に上がった。白髪の老人は威厳を漂わせ、マイクを手に取った。審査結果を発表します。会場は静まり返った。今年の大学内研究コンクールの優勝者は、短い間があった。俺は息を止めていた。増山真知さんです。その瞬間、時間が止まったように感じた。会場には驚きの空気が広がった。周囲からは、なぜというつぶやきが聞こえてきた。多くの人がタガさんの発表が優れていたことを認識していたのだ。あの内容ならタガさんの方が優れていたのに。どう考えてもタガのロボットの方が革新的だった。そんな声が会場のあちこちから聞こえてきた。しかし、それらはすべて小さな声だった。誰も大きな声で異議を唱えることはなかった。学園長の権威に対して公然と批判する勇気を持つ人はいなかったのだ。増山さんは満面の笑みで壇上に上がり、トロフィーを受け取った。俺はタガさんを探した。彼女は席に座ったまま呆然としていた。その表情には失望と怒りが混ざっていた。これほど努力して、明らかに優れた成果を出したのに、報われないという現実に、彼女は言葉を失っていたのだろう。増山さんのスピーチが終わり、コンクールの閉会が宣言された。人々が会場を後にし始める中、タガさんは突然立ち上がった。彼女はまっすぐに学園長の元へ向かった。俺は距離を保ちつつ、状況を見守る。学園長、一言よろしいでしょうか。タガさんの声には震えが混じっていたが、意志の強さは感じられた。学園長はタガさんを見下ろすように視線を向けた。その目には冷たさしかなかった。何かな？今回の審査結果について納得できません。タガさんはまっすぐに学園長の目を見ていった。どう考えても、私の方が技術的にも、社会的意義においても、優れていたはずです。会場に残っていた人々が、その場面に注目し始めた。空気が張り詰める。学園長の表情が一瞬で険しくなった。なんだその態度は。低い声だったが、怒りがにじみ出ていた。参加者が審査結果に不満を言うとは、教育が行き届いていないようだな。学園長の言葉には皮肉が込められていた。
多賀さんは一瞬たじろいだが、すぐに気持ちを立て直した。不公平な結果に対して声を上げることも、学校で学ぶべきことではないでしょうか。多賀さんの反論に、学園長の顔が赤く染まった。そんなに不満なら退学してもらおうか。その言葉に、周囲からハッとする空気が広がった。学園長はさらに続けた。それと、うちの清掃員とできているらしいな。学園の風紀を乱すなら出て行け。俺はその言葉に凍りついた。どこからそんな情報が漏れたのか。おそらく、俺たちが図書館で勉強しているところを誰かに目撃されたんだろう。多賀さんの顔から血の気が引いた。彼女は完全に唖然としていた。何を言っているんですか？言葉にならない様子だった。学園長がここまであからさまなパワハラをするとは彼女も思ってもみなかったのだろう。言いがかりです。彼女は震える声で言った。町田さんは私の数学を教えてくれただけです。私が頼んだから。学園長は嘲笑した。どうやって数学を教えたのかは知らんよ。とにかく、これ以上騒ぐなら処分も辞さんぞ。その言葉に多賀さんの体が震えた。怒りと悔しさと恐怖が入り混じっているようだった。その瞬間、予想外の人物が場に割って入った。おじいさま、それはおかしいです。澄んだ声が会場に響いた。増山さんが学園長の前に立ち、まっすぐな目で祖父を見つめていた。マーチ、お前まで何を言い出すんだ。学園長の声には動揺が混じっていた。孫の突然の介入に、彼の威厳が一瞬揺らいだように見えた。悔しいけど、実力は多賀さんが上だったわ。増山さんは多賀さんの方を手で示した。彼女の声には迷いがなかった。私たちは正々堂々勝負しました。今トロフィーを手にしていますが、よくよく考えると、結果に納得できません。会場に残っていた人々の間からざわめきが起こった。学園長の孫であり、優勝者である増山さん自身が審査結果に異議を唱えるとは誰も予想していなかった。学園長は眉を潜めた。マーチ、冗談はよしなさい。審査結果は厳正に決められたものだ。おじいさま？増山さんはかぶりを振った。その表情には決意が浮かんでいた。私は勝ちたかった。でも、こんな形では意味がありませんわ。彼女は多賀さんに向き直った。多賀さん、あなたの発表は本当に素晴らしかった。私は負けを認めます。その言葉に、多賀さんの目が大きく見開かれた。彼女は言葉を失ったように立ち尽くしていた。学園長は増山さんの肩を掴んだ。何を言っているんだ。落ち着きなさい。何を言っている？それはこちらのセリフです。増山さんは祖父の手を優しく振り払った。それに町田さん。彼女は俺の方を向いた。突然名前を呼ばれ、持っていたモップを背中に隠す。あなたは、中理非工科大卒の町田治さんですよね。え？その言葉に会場が凍りついた。その名前を聞くのは久しぶりだ。スイスの最高学府の工科大学で、俺がかつて所属していた場所、そして、すべてを失った場所。あなたのこと、どこかで見たことがあると思って調べたんです。増山さんの声には興奮が混じっていた。あなたは、クラインの予想を解いた天才数学者じゃないですか。会場からは驚きの声が上がった。工学部の教授数名が前のめりになる様子が見えた。クラインの予想は数学界で長年未解決だった問題で、俺がチューリッヒ工科大学在籍中に解決した難問だった。多賀さんは驚愕して、俺を見ている。町田さん、そんなすごい方だったんですか？彼女の声はかすれていた。その目には複雑な感情が浮かんでいた。驚き、戸惑い、もうごまかせない。はい。だからこんなにすごかったのね。俺は言葉に詰まった。隠していた過去が突然暴かれ、どう反応すべきかわからなかった。長い間、その記憶を封印してきたのに、今ここで過去の栄光と挫折が同時に蘇ってくる。そうか、町田治か。学園長の声が冷たく響いた。彼の目には認識の色が浮かんでいた。名前だけは聞いたことがある。チューリッヒ工科大学の補助金不正利用事件で追放された数学者だな。その言葉に、あの時の屈辱が鮮明に蘇ってきた。不正利用、追放。その言葉は、俺の人生を一変させたものだった。
それは、所詮は追放された人間に何の価値がある。学園長の言葉にはあざけりが込められていた。俺は拳を握りしめた。怒りというより悲しみがこみ上げてきた。過去の記憶が洪水のように押し寄せてきた。大学時代、俺はスイスのチューリヒ工科大学で数学を専攻していた。まだ10代の頃から数学や方程式に魅了され、将来は研究者になることしか頭になかった。それほど数学の世界は奥が深く、難問を一つ解くたびに見えてくる新しい謎が俺にはたまらなく刺激的だった。当時の俺はほとんど寮か研究室のどちらかに住んでいるような生活を送っていた。授業が終わるとすぐに研究室へ向かい、夜が更けても数式とにらめっこを続ける。食事をとるのも面倒になって、同じ研究室で寝泊まりすることも珍しくなかった。周りからは少しは寝ろよと呆れられることも多かったが、それでも夢中にならずにはいられなかった。誰もが頭を抱えるような難問を解いた瞬間に得られる喜び。あれほど生きがいを感じる瞬間はなかったからだ。そんな俺を当時の指導教授は最初こそ高く評価し、目をかけてくれていた。君は将来大きな成果を出すだろう。と言われると純粋に嬉しかった。教授の研究プロジェクトに参加し、論文執筆のサポートをしながら、自分の研究テーマとも絡めて毎日を充実させていた。天才とまではいかなくても、周囲からは将来を期待される若手という目で見られていたのを覚えている。ところがある日、教授が扱っている補助金の使途におかしな部分があることに気づいた。きっかけは些細なことだった。教授の研究室で書類整理を手伝っている時に、受領したはずの研究費用が、どうも実際のプロジェクトに使われていないように思えたのだ。帳簿と研究設備の整合性が明らかに取れていない。高額な装置を新たに導入した記録があるのに、実際にはそんな機械は影も形も見当たらない。水増しというにはあまりにも露骨な金額が動いていた。俺は迷った末に、教授本人にこの疑問をぶつけた。最初は遠回しに、この請求書は何に使ったんでしょうと穏やかに聞いただけだった。ところが教授は明らかに動揺を隠せない様子で、あからさまに話題を避けようとした。早口で、君には関係ないことだ。当研究室の方針で動かしているから問題はない。などと言われ、強引に打ち切られた。しかしその日の夜、研究室で一人残って作業をしていると、教授が誰かと電話で話している声が廊下に漏れてくるのを耳にした。ドアの隙間からこぼれた会話の断片から察するに、研究費を別の口座へ流用しているらしい。明らかに不正行為だ、と確信するしかなかった。衝撃だった。自分が心から尊敬し、将来を託すように学んできた教授が、まさかそんなことをしているなんて信じたくなかった。だけど、疑いが確信に変わるのに、大した時間はかからなかった。俺は事の重大さから、大学の上層部に告発することを決心した。それが正しいことだと信じていたし、研究者としても放置するわけにはいかないと思った。けれど、それが甘かった。告発の動きに気づいた教授は、なんと、俺の方に罪をかぶせるように画策し始めた。研究費の不正利用の首謀者が、俺であるかのように書類が改ざんされ、教授の知り合いの権力者たちが、そのシナリオを後押ししていた。もちろん、俺は懸命に反論したが、立場の弱い学生一人の声など、簡単にもみ消され、俺はスケープゴートとして、追放処分を受ける羽目になった。不正利用をしたのはお前だ。自分の出世のために補助金を私的流用した。そんなデマがいつの間にか学内に広まっていって、俺は一気に孤立した。それまで応援してくれていた友人や教授仲間もことごとく距離を置くようになっていった。彼らだって自分の身を守るために仕方なくそうするしかなかったんだろう。俺が真実を訴えれば訴えるほど余計に言い逃れしている犯人というレッテルが貼られていった。結局、大学は俺を異常な学生として片付けた。あまりにあっけない幕切れだった。研究成果も将来の展望も一度に失った俺は、ただ荷物をまとめて日本へ帰ってくるしかなかった。世の中の理不尽さをまざまざと思い知らされた瞬間だった。こうして、俺はチューリヒ工科大学での未来を失い、長い間、世間から距離を置くようになった。誰にも知られず、静かに暮らす。それが、俺に残された唯一の選択肢に思えたのだ。数学を捨てたのではない。だけど、もう二度と
自分の知識や才能を誇る気にはなれなかった。そんな俺が今ここで再び前を向き始めたのは、多賀さんとの出会いがあったからに他ならない。町田さん。多賀さんの声が俺を現実に引き戻した。彼女の目は不安に揺れつつも、俺を信頼している眼差しだった。そんなことが無理やり付き合わせてすみませんでした。俺は深く息を吸い込んだ。もう隠す意味はなかった。いえ、いいんです。俺の声は自分でも驚くほど落ち着いていた。確かに俺は、かつてチューリッヒ工科大学で数学の研究をしていました。不正を告発しようとして、逆に罪を着せられ、追放されたんです。会場は水を打ったように静まり返った。全員が俺の言葉に耳を傾けていた。それからは目立たず、静かに生きようとしました。俺は淡々と答えた。恥じるものは何もなかった。不正はしていないし、真実を語ろうとしただけだ。じゃあ、なぜ多賀さんを手伝ったの？増山さんの質問は素直な好奇心から出ていた。俺は多賀さんの方を見る。彼女の情熱に惹かれたんです。人を救いたいという、まっすぐで純粋な願い。あれはかつての俺が持っていたものだったから。大学で不正を告発した結果、すべてを失って日本に戻った時、俺は自分の情熱までどこかに捨ててしまったんだと思っていました。数学が好きだったはずなのに、もう誰にも必要とされないし、何の役にも立たないと諦めかけていた。そんな俺にとって、彼女の存在は眩しすぎたんです。自分の身を削ってでも人を救いたい。誰かの力になりたい。あのひたむきな思いを見たとき、まるで心の奥底で固まっていた氷が溶けていくようでした。たとえ過去にどんな理不尽や不正に巻き込まれても、それでも誰かを助けたいって、あの無償の熱意にもう一度背中を押されたんです。彼女の夢を支えることで、俺が本当に大切にしていたものを取り戻せるんじゃないかって、そう思わずにはいられなかったんです。多賀さんの目に涙が浮かんだ。彼女は言葉なくうなずいた。だからといって、この審査結果が変わるわけではない。学園長の声が冷たく響いた。すると、増山さんはトロフィーを壇上に置く。マーチ、何をしているんだ。トロフィーを持ちなさい。増山さんはトロフィーから離れる。いいえ、おじいさま。私はこのトロフィーを受け取りません。きちんとした審査結果を知るまでは。学園長はかぶりを振った。その目には冷たい怒りが宿っていた。もうこの馬鹿げた話はやめにしよう。結果は変わらないと言っているだろう。彼の言葉には最終決定を下す権威が込められていた。長い沈黙が会場を支配した。増山さんはトロフィーから遠ざかったまま決意の表情を崩さない。彼女の勇気ある行動がこの場の空気を変えつつあった。その時、多賀さんの目に何かが宿った。彼女は深く息を吸い込み、再び顔を上げた。私にはわからないんです。多賀さんの声が静かに、しかし、確固として会場に響いた。それは単なる敗北宣言ではなく、何かに気づいた者の声だった。そもそも、うちの大学って大量の補助金をどこに使ってるんですか？私たちの研究室には一銭も届かないのに。彼女の問いかけは、まるで長い間誰も触れてこなかった傷口を開けるかのように、会場の空気を変えた。周囲から小さなつぶやきが次々と漏れ始めた。確かに、うちの研究室も予算不足で、研究費はどこで使われているんだろう。点が線になり、線が面になっていくように、個々の不満が大きな疑問へと変わっていった。これまで沈黙していた教授たちも、互いに顔を見合わせている。学園長の額に汗が浮かぶ。君、そのような無礼な。私は説明する義務など。学園長の声は怒りに震えていたが、それと同時に焦りも混じっていることは一目瞭然だった。彼の目は落ち着きなく会場を見回している。まるで逃げ道を探すように。今だ、そう思った。学園長。俺はモップを脇に寄せ、一歩前に踏み出した。もう逃げない。もう隠れない。真実が闇に葬られる姿を、もう一度見過ごすわけにはいかない。学園長の裏金について、俺は証拠を持ってます。俺の声は自分でも驚くほど力強かった。会場は一瞬で沈黙に包まれた。すべての視線が俺に向けられる。多賀さんの目は驚きで見開かれていた。何を言っているんだ、お前。学園長の顔が青ざめた。町田さん。多賀さんの声には心配が滲んでいた。しかし俺は彼女の心配を振り払うように穏やかに微笑んだ。
大丈夫。俺に任せて。その言葉は多賀さんに向けたものだったが、同時に自分自身への誓いでもあった。冗談も大概にしろ。これは立派な侮辱だぞ。学園長の声は震えていた。いえ、これは事実です。俺は内ポケットから折りたたんだ紙を取り出した。それは俺が何ヶ月もかけて集めたデータを分析してまとめたものだった。学園長、あなたは企業スポンサーからの資金と国からの補助金を横流ししてきましたね。学園長の顔から血の気が引いていく。背後から聞こえてくる会場のざわめきは雷鳴のように耳に届いた。根拠のない言いがかりだ。清掃員風情が。学園長の声は怒りというより恐怖に震えていた。根拠はあります。俺はそう言い切り、手元の資料から引き出した詳細なデータを一枚ずつ丁寧に説明していく。これは単なる数字の羅列ではない。何ヶ月もかけて集めた証拠の数々だ。この資料をご覧ください。過去3年分の会計データを分析した結果です。研究費として計上された金額と、実際に各研究室に配分された金額に大きな差異があります。例えば、宇宙工学研究室向けに計上された1億円の研究費のうち、実際に配分されたのはわずか3000万円。残りの7000万円はどこに消えたのでしょうか？会場からはどよめきが起こった。教授陣の間でも、確かに、うちも同じだという小声が聞こえる。みんな、うすうす感じていたことだったのだろう。俺は学園長をまっすぐに見据えた。彼の顔から血の気が引いていき、目は恐怖で見開かれていた。企業からの寄付金についても同様です。昨年度、テクノ産業から寄付された2億円のうち、実際に大学の施設や研究に使われたのは8000万円程度。残りの1億2000万円は、管理運営費という名目で消えています。俺は一枚一枚丁寧に資料を読み上げていく。数字と事実が学園長を追い詰めていく。そして、これらの不正な流れはすべて学園長室を経由しています。俺は会計の流れを示す図を掲げた。それは学園長室を中心に資金が本来の使途から離れていく様子を示していた。会場の緊張が一気に高まる。多賀さんが俺の横で小さく息を飲む音が聞こえた。彼女の目には驚きと尊敬の色が宿っていた。学園長はついに立ち上がった。その顔は怒りと恐怖で歪んでいた。これは捏造だ。大学関係者でもない清掃員風情が何を言う。全部デタラメだ。俺は気にせず続けた。多賀さんが今回のコンクールで優勝したら会計監査が入る可能性がある。だからあなたは自分のお孫さんを優勝させ、不正を隠蔽しようとしたんだろう。その言葉に学園長は一瞬で表情を硬直させた。まるで的中した矢が刺さったかのように。多賀さんのロボットには社会的インパクトがある。注目を集めれば外部の目も入る。それを恐れていたんじゃないですか。会場の空気が変わった。すべての視線が学園長に集中する。彼の防御はもろくも崩れ始めていた。これらの情報がデタラメだという言い訳は聞きません。すべて裏を取ってあります。どういうことだ。お前どこでそんなものを手に入れた？俺は静かに答えた。久富教授が協力してくれました。どうです？信頼に値するでしょう。その言葉に会場の視線が久富教授に向けられた。彼は数秒の沈黙の後、重い足取りで壇上に上がった。疲れた表情だったが、その目には決意が宿っていた。私も長い間、この不正に加担してきました。久富教授の声には深い後悔が滲んでいた。学園長の指示で多賀さんを苦しめた。彼女に無理難題を押し付け、退学に追い込もうとした。それも、学園長の命令だったんだ。久富教授は自重するかのように苦い笑みを浮かべながら、壇上でうなだれた。最初に多賀さんの研究内容を見たとき、この子なら大きな成果を出せるかもしれないと期待していたんだ。だからこそ、最初は協力してやりたいと思っていた。だけど、学園長から、彼女を退学にしなければ、お前の教授職もどうなるかわからんぞと脅されたんだよ。彼は唇を噛みしめる。悔しさと後悔の色がその瞳に入り混じっている。逆らえば自分が追い込まれると思って命令に従ってしまったんだ。多賀さんには本当にすまなかった。こんなに熱意と才能を持った学生を自分の保身のために切り捨てようとした。あなたが一生懸命に未来を切り開こうとしていたのに、
私がその夢を踏みにじってしまったんだ。取り返しのつかないことをしたと思う。だからこそ、せめて真実を語らなければならない。私はもうこれ以上、学園長の不正に加担するわけにはいかないんだよ。その言葉に、周囲からは苦悶とも安堵ともつかないざわめきが起こった。久富教授の吐露する後悔と懺悔は、誰の胸にも重く響く。彼の方には、一筋の汗が流れ落ち、震える声が会場に染み渡るようだった。私は、あなたの下ではもう働けません。久富教授は学園長をまっすぐに見つめた。その目には解放感が浮かんでいた。長年の重荷から解き放たれる感覚。それは俺にも共感できる感情だった。久富、お前。学園長の声はかすれていた。その後、会場は完全に騒然となった。このコンクールを取材するために来ていたマスコミ関係者たちがカメラやスマートフォンを構え、この瞬間を記録していく。学内関係者も立ち上がり、叫び声や怒号が飛び交った。学園長、説明をしてください。これは本当なのか？大学の名誉が地に落ちるぞ。様々な声が響き渡る中、学園長はついに言葉を失った。膝から崩れ落ち、椅子にしがみつくようにして座り込む。彼の周りの空気は決定的に変わった。もはや威厳も権威も感じられない。ただの老人が自分の犯した罪の重さに押しつぶされていた。私は大学のためを思って。彼の弁明は虚しく響くだけだった。会場の全員が真実を見抜いている。もはや逃げ場はない。その時、増山さんが学園長に近づき、肩に手を置いた。彼女の表情は悲しみに暮れていた。おじいさま、私、正々堂々と勝負したかっただけなのに、こんなの間違ってます。彼女の声は震え、目には涙が浮かんでいた。長年尊敬してきた祖父の姿が目の前で崩れ去っていくのだ。無理もない。マチ、お前には関係のない。学園長は言葉を絞り出したが、増山さんは激しく頭を振った。違うわ。すべてが関係あるわ。彼女の声は怒りと悲しみが入り混じり、会場全体に響き渡った。私は自分の力で勝ちたかった。自分の力だけで多賀さんに勝てると証明したかったの。でも、彼女の言葉が途切れる。頬を伝う涙を拭おうともせず、彼女は続けた。でも、私の勝利は偽物だった。おじいさまが真実を曲げたせいで、私の研究の価値まで疑われる。その言葉に、学園長は顔を上げた。初めて孫の痛みに気づいたのか、その目に後悔の色が浮かんだ。マチ、私は、お前のために。違うわ。増山さんの声は一段と強くなった。これは私のためじゃない。お金のため、権力のため、自分のためだけよ。そう言うと、壇上から降りる。学園長、説明を。横領の事実は認めるのか？大学の名誉はどうなる？怒号と質問が飛び交う中、大学理事会の数名が学園長を囲み、別室へと連れ出していった。その後ろ姿は、かつての威厳を完全に失っていた。増山さんは、多賀さんの方へと向き直った。そして、深く頭を下げる。多賀さん、本当にごめんなさい。私の祖父がこんな卑怯なことを。あなたの努力を無駄にするところだった。あなたのせいじゃないわ。多賀さんの声は柔らかく、優しかった。あなたの研究自体は悪くないと思うし、むしろ素晴らしいものだった。多賀さんの言葉に、増山さんの目に驚きの色が浮かんだ。本当に？私の研究が素晴らしいだなんて、あなたに言われるなんて。多賀さんは小さく笑った。ライバルだからこそ、その価値がわかるのよ。次は公正な場で、本当の勝負をしましょう。多賀さんが手を差し出すと、増山さんは涙を拭い、その手を握った。二人の間に流れる空気が変わった。敵対心ではなく、互いを高め合う、ライバル関係へと。このトロフィーどうしましょう？増山さんはトロフィーを見つめた。それは彼女にとって、もはや価値のないものになっていた。正式な審査をやり直しましょう。多賀さんは提案した。公正な目で改めて審査してもらえば、増山さんはうなずいた。二人の間に生まれた相互理解の雰囲気が会場全体に広がっていくのを感じた。あの日から1週間が過ぎた。大学は嵐の後のように静まり返っていた。学園長の不正発覚によって、キャンパス全体が深い衝撃に包まれていた。廊下を行き交う学生たちの声は小さく、
教職員たちの表情は硬かった。誰もが信じていた権威が一瞬で崩れ去るという経験は、多くの人々の心に傷を残したのだろう。文部科学省の特別調査委員会と警察の捜査により、学園長による組織的な横領がしっかりと確認された。総額は約10億円に上ったそうだ。それだけではなく、久富教授の時のように、教職員に首をちらつかせて、都合の悪い生徒を追い詰めていたことも分かった。増山学園長は即日辞任、退任が確定し、刑事責任を問われることになる、とのことらしい。一方、学園長の指示に従い、不当な扱いを強いていた久富教授も、大学の調査委員会から厳しい処分を受けることになった。彼は最終的に真実を証言し、事件解明に協力したため、解雇は免れたが、正式に懲戒処分として降格が言い渡され、教授職を失う形となった。今は一階の教員として、かつて自らが傷つけた学生たちの信頼を取り戻し、学内の再建に尽力する日々を送っている。彼自身も、今度こそ正しい形で教育に貢献したい。と語り、過去を償いながら前を向こうとしていた。そして、研究コンクールは全審査員による再審査の結果、多賀さんの災害救助用マイクロロボットが満場一致で優勝と決定した。発表の瞬間、俺は思わず微笑んだ。当然の結果だった。彼女の研究の独創性と社会的意義は群を抜いていた。多賀さんには賞金及び研究費として2000万円を支給します。その言葉を聞いて、俺たちは互いに微笑み合った。また、俺を取り巻く環境も劇的に変わった。隠れていた天才数学者、真実を暴いた勇気ある清掃員。そんな呼び名が大学中に広まっていた。耳に入るたびに照れくさく、少し窮屈に感じた。長い間、誰にも気づかれず生きることに慣れていたからだ。急に脚光を浴びる生活は、正直なところ落ち着かなかった。それだけではない。俺が過去にチューリヒ工科大学で受けた濡れ衣と、俺を陥れた教授の研究費不正流用が明るみになった。俺が多くのメディアの前で告げたことが広く拡散され、海を越え母校まで届いたそうだ。結局、教授は大学の調査委員会によって厳しく追及され、最終的には研究不正と権限乱用の責任を問われて解雇、研究職資格の剥奪処分を受けたと聞いている。かつては将来のノーベル賞候補とまで噂された人物があっけなく全てを失うことになったのだ。チューリヒ工科大学は学長名義で正式な謝罪文を送付してきた。俺が告発した内容を見過ごし、結果的に不正教授による改ざんを見抜けなかったこと、そして俺を不当に退学、追放という形に追い込んだことに対する謝罪だった。それだけでなく、過去に取得していた単位や研究実績を改めて再評価してくれて、事実上の名誉卒業のような形で公式な修了証も発行されることになった。正直、あの頃に味わった苦しみや孤立感を思い出すと、今更卒業証書が届いても、素直には喜べない部分もあった。でも、それでも胸の奥には、小さく固まっていた何かがほどけていくような感覚があった。長年の理不尽と屈辱が、ようやく形の上でも報われる。俺の中で終わったはずと思っていた過去に、静かにけじめがついたんだ。新しい研究棟の窓から差し込む朝日が、金属製の機器に反射して、部屋中を優しく照らしていた。多賀さんは白衣を着て、小さなロボットに向かって作業している。研究費により、新たに整備された広々とした研究室には、最新鋭の設備が並んでいた。多賀さんは、研究費の2000万円を得て、救命ロボット開発に本格的に着手した。彼女の目には、昔よりも強い光がある。かつての不安や恐れは消え、確かな自信に満ちていた。以前の彼女は、常に誰かの評価を恐れ、自分の力を疑っていたが、今は違う。自分の価値を知り、自分の可能性を信じるようになった。多賀さん、朝早いね。俺は研究室のドアを開けて声をかけた。彼女は、作業から顔を上げ、パッと笑顔になる。その表情には、純粋な喜びが溢れていた。先生、おはようございます。いつもより早く来ちゃいました。昨日考えたアルゴリズムを試したくて。彼女の声は弾んでいた。救命ロボットの開発は、彼女にとって単なる研究テーマではなく、魂を込めた使命だった。彼女が作業に没頭する姿を見ていると、純粋な情熱に心打たれる。どうですか？新しいセンサーの実装は。順調です。従来より約 30% 感度が向上しました。でも、
狭い場所での動きがまだ不安定で。彼女は少し首をかしげた。挫折ではなく、次の課題を見つけた研究者の表情だった。そこをどう解決するか、一緒に考えよう。俺は彼女の横に腰掛け、ロボットを手に取った。かつては清掃員として廊下を掃除していた俺が、今は特別教授顧問として研究指導をしている。この変化は、時々非現実的にさえ感じる。多賀さん、この部分の制御アルゴリズムを少し変えてみよう。俺はホワイトボードに数式を書き始めた。多賀さんは真剣な眼差しで俺の横に立ち、一つ一つの式を追っていく。彼女の瞳には知的好奇心と尊敬の色が混ざり合っていた。先生の説明は本当にわかりやすいです。彼女の言葉に胸が温かくなる。単なる褒め言葉ではなく、彼女の純粋な感謝の気持ちが伝わってきた。君のおかげだよ。君がいなければ、俺はきっと今でも夢を捨てて廊下を掃除していた。多賀さんは少し頬をあからめた。そんなことないです。先生の才能はいつか必ず認められたはずです。彼女の言葉には確信があった。信頼に満ちた彼女の視線を受け止めながら、俺は思わず微笑んだ。町田先生と多賀さん、お似合いですね。突然の声に二人して振り向いた。ドアのところに増山さんが立っていた。彼女の顔には茶目っ気のある微笑みが浮かんでいる。増山さん。多賀さんは顔を真っ赤にして抗議した。何を言ってるんですか？こら、増山さん。大人をからかうんじゃない。俺は少し厳しい口調で言ったが、増山さんは全く動じなかった。私だってもう大人ですよ。先生、逃げちゃダメです。多賀さんのことを大切に思っているなら、もっと素直になるべきですわ。増山さんはファイルを手にすると、意味ありげな微笑みを残して去っていった。部屋には気まずい沈黙が流れた。多賀さんは顔をあからめたまま何も言えずにいる。町田先生、増山さんの言うこと気にしないでくださいね。多賀さん。はい。俺は彼女の名前を呼んだ。心臓が激しく鼓動していた。もう逃げない。真実から目を背けない。それは学問だけでなく自分の気持ちにも当てはまる。俺は君を特別に思っています。単なる学生としてではなく、言葉を選ぶのに苦労した。心の中ではもっと複雑で深い感情が渦巻いていたが、それを適切に表現するのは難しかった。先生、私も。彼女の声は小さいながらも明確だった。先生のことを一人の人間として尊敬しています。そして、それ以上の気持ちも。彼女の告白は率直で純粋だった。ありがとう。そう短く答えると、彼女は照れたように微笑んでうなずいた。お互いの思いを確認し合うだけで、こんなにも心が軽くなるのか。そんな不思議な感覚に包まれる。胸の鼓動を感じながら部屋を出ると、ふと足が止まった。視線の先には、かつて清掃員として毎日磨いていた廊下が静かに伸びている。今はワックスがかかり、ピカピカに輝いている。新しい清掃員の仕事だ。その人物にも、俺たちには見えていない物語があるのだろう。誰かを支え、誰かに支えられて、生きているのだろう。人は一人では生きられない。多賀さんとの出会いが、俺の人生を変えたように、誰かとの絆が人を成長させ、進むべき道を照らしてくれる。もう逃げない。もう隠れない。真実と向き合い、自分の可能性を信じて前に進む。それが、俺の選んだ生き方だ。こんなはした金で、この俺に歌えってのか？こんな安いギャラで歌わされるくらいなら、さっさと帰った方がマシだ。海外ビップバンドのボーカルはそう怒鳴り、楽屋から動こうとしない。今日は大規模なロックフェス。イベント担当者は、色白の肌に桜色のスーツが映える美人社員。彼女が初めて任された大きな舞台で、俺は設営スタッフのバイトとして会場の機材運びや配線の仕事をひっそりとこなしていた。だが事態は急転直下。海外ビップバンドのボーカルがギャラの額に激高して突然のストライキを宣言。数千人の観客が詰めかけた会場は開演予定時刻を過ぎてもメインステージが空っぽのままだ。観客席から次々とブーイングが起こり始めた。スタッフが慌てふためき、彼女は青ざめている。このままじゃ。俺はこの状況を黙って見ていた。あの頃のことは忘れて、俺はただのアルバイトとしてひっそりと生きていくつもりだった。でも、俺が代わりにやります。思わず口にした言葉が場の空気を凍らせる。はあ？何言ってるんだ。
お前に何ができる？バイトの分際で笑わせるな。周りはあざけるように俺を見る。そんな空気を意に介さず、俺はギターをスタッフから借りると、ステージに向かって歩き出した。5年前に封印したはずのあの感覚が、今確かに蘇ってきていた。朝もやの立ち込めた会場に、重たいスピーカーを運び込む音が響く。まだ誰も来ていない客席に向かって、整然と並べられた椅子たちが、これから始まるイベントを静かに待っている。俺、谷俊介は、朝早くから都内某所の会議場で、企業の PR イベント設営のバイトをしていた。時給も良くないし、重い機材を運びっぱなしの重労働だ。でも、俺にはここしかなかった。谷さん、そこのケーブル、もう少し端に寄せてもらえますか？声をかけられて振り返ると、同じバイトの人が困ったような表情を浮かべていた。俺は無言でうなずき、床に這わせたケーブルを壁際に寄せ直す。さすが谷さん、手際いいっすね。褒められて、俺は軽く会釈を返した。会場設営や機材運搬のアルバイトは地味な作業の繰り返しだ。でもそれが今の俺の居場所だった。誰にも気づかれることのない細かな気配りを続けることが俺に課せられた贖罪だった。ある日、俺は大手家電メーカーの新製品発売会の設営に参加していた。発表会は午後から始まる予定で、業界関係者や報道陣が100名ほど集まるという。ステージ上には巨大なスクリーンが設置され、プロジェクターの光が画面に映し出す動画の最終チェックが行われていた。重いスピーカーを運び終え、ふと見上げると、ステージ脇で若い女性が明らかに困った様子でミキサーを覗き込んでいる。色白の肌に桜色のスーツが映える。凛とした佇まいは、この場には似つかわしくないほどだった。彼女は何度もつまみを触っては首をかしげている。その仕草には、不安げな表情とは裏腹に、どこか上品な雰囲気が漂っていた。彼女は確か、桜イベンツの社員だ。桜イベンツは、都内でも指折りのイベント企画会社で、老舗の重鎮たちが次々と引退していく中、若手の登用で、業界に新風を吹き込んでいるという評判を俺も耳にしていた。すみません。音響の方を探してるんですけど。通りかかったスタッフに声をかける彼女の横で、スピーカーから急に大きなノイズが響き、会場中が振り返る。彼女は慌ててミキサーに手を伸ばすが、それが余計に症状を悪化させてしまう。焦った様子で機材に触れる彼女を見ていると、昔の自分を見ているような気がして、どうしても放っておけなくなった。お手伝いしましょうか。俺が声をかけると、彼女は助けを求めるような、それでいて少し警戒するような目で俺を見た。名札には桜井と書かれている。すみません。バイトの方に頼むのは申し訳ないんですが、音が全然出なくて、お客様が来られる前に何とかしないと。俺は無言でうなずき、機材の後ろに回り込んだ。まずケーブルの配線を目で追っていく。メインの XLR ケーブルがミキサーの入力端子に繋がれているはずの場所に違う種類のケーブルが差し込まれていた。そこでパッド全体の接続図が頭に浮かぶ。失礼します。手早くメインケーブルを正しい位置に差し直す。ついでにチャンネルごとの配線も確認していく。左右のスピーカーに入る信号の強さが極端に違うのも気になった。このバランスも直しておきましょうか。低い声でつぶやきながらミキサーの各チャンネルのフェーダーを確認した。マスターボリュームが極端に下がっているのを見つけ、適切なレベルまで上げる。さらにイコライザーの設定が極端に歪んでいたのを自然な音作りができる位置まで微調整していく。桜井さんが俺の手元を食い入るように見つめている。その表情には驚きと期待が混ざっていた。あとはこれとミキサーの AUX センドとリターンの設定も整え、最後にファンタム電源がオンになっているかも確認。一連の作業は5分とかからなかった。テストしてみてください。はい。桜井さんが持っていたマイクに向かってテストテストと声を出す。クリアな音が会場に響き渡った。すごい。こんなにクリアな音が出るなんて。彼女の目が輝きを増す。試しにタブレットから音楽を流してみると、さらに表情が明るくなった。本当にありがとうございました。深々と頭を下げる彼女に、俺は、いえ、と小さく答える。音は当たり前のようにやっていた作業だ。むしろ、これくらいの調整で喜ばれることの方が、俺には不思議だった。さっさとその場を離れようとする俺を、彼女は呼び止めた。待ってください。声には切実さが混じっていた。振り返ると、
桜井さんは両手を軽く胸の前で組み、少し前のめりの姿勢で俺を見つめていた。その眼差しには純粋な好奇心が溢れていた。けれど、それが余計に俺の心を締め付ける。なんでバイトさんがこんなに機材に詳しいんですか？もしかして音楽好きなんですか？その質問に俺は一瞬言葉を詰まらせた。まあ、昔、ちょっとやってたんで。できるだけ感情を隠した声で、俺は曖昧に答えた。へえ、やっぱり。彼女の目が一層輝きを増す。その反応に思わず視線をそらしてしまう。ふと、彼女の胸元でシルバーのペンダントが揺れていることに気づいた。それは小さなエレキギターの形をしていて、とあるバンドのロゴが刻まれていた。ああ、そのペンダント。思わず言いかけて、俺は慌てて言葉を飲み込んだ。しかし、彼女は聞き逃さなかったようで、嬉しそうに目を輝かせた。このバンドご存知なんですか？この前のサマーロックフェスでゲットしたんです。私ロックが大好きで、昔からライブハウス巡りとか。すみません。調子に乗ってしまって。慌てて言葉を切る彼女に、俺は思わず聞いていた。なんでロックに興味あるんですか？思いがけない質問に、今度は彼女が少し戸惑ったような表情を見せる。やがて、ふと遠くを見るような目をして、小さく微笑んだ。ロックで人生が変わったんです。だから、いつかは大きなフェスをやってみたいと思ってて。その言葉に、俺は思わず彼女の方をまっすぐ見つめてしまう。照れくさそうに髪の毛を耳にかける仕草が、彼女の言葉の真摯さを際立たせていた。その時突然、フロア奥から声がかかる。桜井さん、プレゼン用の原稿を確認したいんですが。はい、今行きます。彼女は少し残念そうな表情を浮かべて、そう返事をしてから、俺の方を振り返った。すみません。ありがとうございました。ではまた。そう言い残して、彼女は慌ただしく去っていった。後に残された俺は、なぜか胸の奥がざわつくような感覚を覚えていた。夕暮れが近づく頃、最後の機材を片付け終えた俺は、肩の張りをほぐしながら会場を出ようとしていた。発表会は無事に終わり、スタッフたちもほとんど帰ってしまっている。谷さん。背後から声が聞こえ、思わず足を止める。振り返ると、桜井さんが小走りで近づいてきた。さっきまでの慌ただしさが嘘のように、柔らかな表情を浮かべている。俺の名前、なんで？思わず口をついて出た言葉に、彼女は少し照れたように微笑んだ。名札見ましたから。谷俊介さんですよね。そうか、と俺は小さくうなずく。確かに作業中はずっと名札をつけていた。桜井さんは両手で持ったカバンを前で揃え、少し緊張した様子で口を開いた。実は、ずっとお礼を言いたくて待ってたんです。音響設定、上司からすごく褒められたんです。今日の音響は格別だったって。嬉しそうに目を輝かせる彼女に、俺は曖昧にうなずくだけだった。けれど彼女は、まるで長い間考えていた言葉を解き放つように続けた。それで、もしよければ、もう少し教えてもらえませんか？音響の基礎とか、機材の扱い方とか、谷さんみたいに手際よく対応できるようになりたくて。その言葉に、俺は思わず眉を潜める。すみません。そういうのは専門の人に習った方が。でも、俺の言葉を遮るように、彼女が声を上げた。その目には、どこか一生懸命なものが宿っている。私、絶対に音響の仕事がしっかりできるようになりたいんです。いつか大きなフェスを任された時、谷さんみたいに自分の手で音を作れたら。だから、どうか教えてください。その声には、切実な願いが込められていた。俺が答えをためらうと、彼女は静かに語り始めた。高校2年の冬でした。大学進学のことで親と大喧嘩したんです。お前は小学部に行ってまともな会社に就職するのが一番いいって親は言いました。でも私、そんな将来に全然心が動かなくて、親は私のことを考えてくれているんだろうけど、言われるまま、決められるまま生きていくのがどうしても嫌だったんです。私は何も言い返せないまま家を飛び出しました。そしてただがむしゃらに歩いていたんです。言葉に詰まる彼女の目が徐々に潤んでいく。遠い目をして彼女は続ける。そしたら小さなライブハウスから音が聞こえてきました。なんとなく入ってみて、そこでチェリーブロッサムというバンドの演奏を聞いたんです。その名前に俺は思わず息を飲む。チェリーブロッサムは5年前、音楽シーンを席巻した伝説的なバンドだ。デビュー以来
数々の賞を総なめにし、世界ツアーまで成功させた。ロックとポップスの境界を軽々と超えた革新的なサウンドと心に響く歌詞で音楽業界に新しい風を巻き起こした。しかし、彼らは突然解散した。頂点を極めたその時、バンドは音楽シーンから消え去ったのだ。なぜバンドが解散したのか、真相は誰も知らない。今では音楽ファンの間では語り草になっている。最初は聞いたこともないバンドでした。でも、1曲目を演奏し始めた瞬間から、会場全体が一つになっていくような不思議な感覚があって、ボーカルの人が一人じゃないよ。みんな同じように傷ついて、でも前を向いて生きてるんだって歌っていて、彼女の瞳が潤んでくる。私、それまで自分が何をしたいのか、何ができるのか、全然わからなくて、親の言う通り無難な道を選ぶしかないのかなとも思っていたんです。でも、あの日のライブでチェリーブロッサムの音を聞いて、会場の空気を感じて、初めて胸が震えたんです。こんな風に人の心を動かせる仕事がしたい。音楽に関わる仕事がしたいって、その時初めて自分の中で何かが目覚めたような気がしました。それ以来なんです。音楽で誰かを救えるような、そんなフェスを作りたいって思ったのは。照れくさそうに髪をかき上げながら彼女は続けた。だから、大学卒業してすぐに桜イベントに入社したんです。最初の2年間は先輩について、企業の展示会や記者発表会の補助をしてました。去年からやっと小規模なイベントのリーダーを任せてもらえるようになって、今日の発表会も実は私、初めてメインの担当だったんです。今はまだ予算が1000万円くらいまでの中小規模イベントしか任せてもらえなくて、大手企業様の PR イベントとか、記者発表会とか。彼女は一度深く息を吸って言葉を継いだ。でも、いつか絶対大きなフェスを手掛けたいって思ってるんです。親には夢みたいなことは言わないでって、今でも怒られ続けてるんですけど、あの時、初めて自分の道を自分で決められた気がしたんです。音楽の力って本当にすごいなって。だから、どうか教えてください。深々と頭を下げる彼女を前に、俺は言葉を失っていた。小さくため息をつきながら、俺は携帯を取り出した。わかりました。え？教えられることは限られてるけど、それでもいいなら、彼女の顔がパッと明るくなる。本当ですか？ありがとうございます。連絡先を交換し終えると、彼女は何度も頭を下げながら帰っていった。その後ろ姿を見送りながら、俺は自分が正しい判断をしたのか、自信を持てずにいた。夕暮れの空がだんだんと闇に染まっていく。そこには一番星が瞬いていた。それから3日後、携帯が震えた。桜井さんからのメッセージだった。谷さん、桜井です。九段の音響のレクチャー、お時間いただけませんでしょうか？スマートフォンの画面を見つめながら、俺は少し考え込む。確かに連絡先は教えたけれど、まさか本当に連絡が来るとは。返信をためらっていると、続けざまに別のメッセージが届いた。実は来週、小規模なプレゼン会場を任されることになって、自信がなくて。一生懸命さが伝わってくるような文面に、俺は思わずため息をつく。昔の知り合いがやっているライブハウスなら練習できるかもしれない、と打診のメッセージを送る。すると、すぐに返事が来た。本当ですか？ぜひお願いします。この熱意は断りづらいな、と思いながら場所と時間を決めてしまっていた。そして数日後の午前中、街中の路地裏にある小さなライブハウスの前。俺は約束の時間より早く着いてしまい、少し落ち着かない気持ちで桜井さんを待っていた。このライブハウスのオーナーは昔の知り合いで、開店前の時間を借りることができた。ここなら機材も触れるし、音も出せる。お待たせしました。駆け寄ってくる桜井さんの姿に思わず目を細める。スーツ姿ではなく、デニムに T シャツという普段着姿だ。店内に入ると、彼女は目を輝かせた。ステージ横には本格的なミキサーが据え付けられ、様々な機材が整然と並んでいる。まずは基本的な配線の確認からしましょう。自分でも意外なくらい自然に説明が口から出てくる。ミキサーには必ずインプットとアウトプットがあって、この2つを間違えると音が出ません。特に XLR ケーブルはオスメスの形状が違うから、これを見分けるのが大事です。実際にケーブルを手に取り、端子の違いを見せる。彼女はスマートフォンでメモを取りながら真剣な表情で聞いている。
で、各チャンネルには必ずイコライザーがついてます。これは特定の周波数帯域の音量を調整する機能。つまり、音質の補正や改善、耳障りのいい音を作るための調整を行うところで、ここが重要で。はい。例えばボーカルなら、まず中域を少し上げます。人の声って、ここが一番聞きやすい周波数なんです。でも上げすぎると音が痛くなる。だから、耳で確認しながら少しずつ。フェーダーに触れる手が自然と動く。懐かしい感覚だった。あとは、モニタースピーカーの位置も大切です。ハウリングを防ぐために、メインスピーカーとの角度を意識して。気づけば、俺は熱心に説明していた。すごい。全部が繋がってるんですね、音響って。彼女の感想に思わずうなずく。そう、全部が繋がってるんです。一つ一つは単純な仕組みでも、それが組み合わさって最後は心に響く音になります。その言葉を最後に、その日のレクチャーは終わった。俺はこれで終わりだと思っていた。けれど、次回はいつがいいでしょうか？彼女の瞳はまだ何かを求めるように輝いていた。それに押されるようにして、俺は次の約束もしてしまっていた。それから週に一度、開店前のライブハウスで音響の手ほどきをすることが、なぜか習慣になっていった。コンプレッサーの使い方を教えた日は、彼女が初めて任されたプレゼン会場で、見事に音を仕切ったという報告を受けた。リバーブの調整を説明した週の後には、社内の人から音が良くなったって褒められました、と嬉しそうに語る。でも、安藤部長だけは相変わらずですね。ある日、彼女はため息混じりにぽつりと漏らした。昨日も、新人の分際で生意気だって、私もう新人じゃないんですけどね。でも部長は、自分のコネで呼んだアーティストのことしか頭にないみたいで、イベントの中身とか、お客様の反応とか、そういうのは全然見てないんです。珍しく、無然とした表情を見せる彼女だったが、すぐに、愚痴っぽくなってすみません。と、笑顔に戻った。桜井さんに音響のコツを教えているうちに、俺は忘れていた技術や、かつての経験が、まるで誇りを払うように鮮明に蘇ってくるのを感じていた。あのバンドは、ドラムの音をこんな風に作っていたんですよ。気がつけば、そんな裏話まで話していた。彼女は目を輝かせて聞いている。その純粋な好奇心に、どこか救われるような気持ちになる。来週は、モニターミックスについて、もう少し詳しく教えていただけませんか？毎週のように新しい質問を持ってくる彼女に、俺はいつの間にか心を開いていた。それは、まるで長い間閉ざしていた扉が少しずつ、でも確実に開いていくような感覚だった。ある日、いつものように音響の話を終え、片付けを始めていると、桜井さんが嬉しそうに口を開いた。谷さん、先週の政府系の国際会議、覚えてますか？5カ国の代表が集まる、同時通訳付きのやつです。ああ、音響が難しいって言ってたやつ。あれが、すごく評価されたんです。彼女は目を輝かせながら説明を始めた。彼女は、同時通訳用のブース3つと、メインステージでのプレゼン。各国からのリモート参加者のモニタリング。それに、会場のマイク設定と、複雑な音響システムを完璧にコントロールしたという。谷さんに教えてもらったフィードバックの防ぎ方のおかげで、一度もハウリングを起こさなかったんです。それに、イコライザーの設定で、通訳音声も聞き取りやすくできました。途中で音声トラブルが起きた時も、先週教わったばかりのルーティングの切り替え方で対応できました。上司からも、さすが桜イベントの期待の申請って言ってもらえて、照れくさそうに髪をかき上げる仕草に、少し恥ずかしそうな様子が混じる。全部、谷さんのおかげです。本当にありがとうございます。深々と頭を下げる彼女に、俺は少し戸惑いながら答えた。いや、自分でちゃんと学んで実践したのは桜井さんですから。でも、谷さんに教えてもらわなかったら、絶対にできませんでした。あ、そうだ。彼女はカバンから封筒を取り出した。これ、特別手当をいただいたんです。谷さん、どうですか？今からご飯でも。その言葉に、俺は慌てて手を振った。いや、そんな、俺のレクチャーなんて大したことじゃないですから。そんなことありません。俺の言葉を遮るように、彼女が声を上げる。谷さんには、本当にお世話になってるんです。毎週の練習だって、時間を作ってもらって、それに。彼女は一度言葉を切り、少し赤みを帯びた方で続けた。実は、今日がちょうど練習を始めて3ヶ月目なんです。
それをお祝いしたいなって。まっすぐに俺を見つめる瞳に、どこか強い意志が感じられた。お礼とお祝いと、それにこれからもご指導をお願いしたいっていう気持ちを込めて、お願いします。深々と頭を下げられては、さすがに断りづらい。それに、彼女の真摯な気持ちは痛いほど伝わってきた。わかりました。観念したように答えると、彼女の顔がパッと明るくなる。よかった。この辺りに美味しい定食屋さんがあるって聞いたんです。慌ただしく携帯を取り出す彼女を見ながら、俺は静かにため息をついた。路地裏の古い定食屋は、夕飯時を少し過ぎていたせいか、客も少なく静かだった。どこか懐かしい雰囲気の店内で、俺たちは向かい合って座った。注文を済ませ、さっきの話の続きを始める。国際会議での成功体験を、彼女は目を輝かせながら語っていた。でも、本当にうまくいってよかったです。あんなに複雑な音響、私一人じゃ絶対に成功できませんでした。肉じゃがを箸でつつきながら、桜井さんは少しうつむいていた。その言葉にどこか心当たりがあった。記憶が蘇ってくるのを押しとどめようとしたが、温かい定食の匂いと、懐かしい店の雰囲気が妙に舌を動かしてしまう。音響ってのは一人が頑張るんじゃなくて、全部が互いに助け合って響き合うんですよ。箸を持ったまま、俺は思わずそう口にしていた。響き合う？はい。スピーカーとマイク、アンプとミキサー、それに音を出す人と聞く人も、みんなが互いを理解して支え合って、それで初めていい音になるんです。なるほど。そうかもしれません。彼女はしみじみとうなずく。店内の薄暗い照明に照らされた横顔がやけに印象的だった。私、やっと分かった気がします。音響ってただの機械じゃないんですよね。人の心と心をつなぐものなんだって。その言葉に、俺は思わず箸を止めた。谷さん？彼女が心配そうに覗き込んでくる。長年、誰にも話さなかった記憶を、今なら話せる気がした。いや、話さなければいけない気がした。実は、俺も昔、一度深く息を吸う。店の薄暗い照明が過去を語るにはちょうどいい明るさだった。バンドをやってたんです。結構うまくいってた方だと思います。箸を置いて冷めかけた茶碗に手を添える。最初は本当に楽しくて、メンバーと音を合わせるたび、まるで魔法みたいな気分に慣れていました。でも、だんだん人が集まるようになって、雑誌にも載るようになって、気づいたら自分が一番大切なものを見失っていました。俺の音が全てだって思い込んで、仲間の音が耳に入らなくなってた。気づいた時には、もう遅かった。煮物から立ち上る湯気がゆっくりと空中で消えていく。メンバーと大喧嘩になって、結局バンドは解散しました。その後一人で活動してたんですけど、それもうまくいかなくて、店内のどこかで箸の音が響く。今じゃ音楽の世界とは完全に縁が切れてます。まあ当然の結果だったんでしょうけど、言葉を切って茶碗を見つめていると、ふと昔の光景が蘇ってきた。満員の会場、歓声に包まれたステージ。でも今はそれも遠い記憶になっている。でも、今の谷さんは違いますよね。静かな声にふと顔を上げる。谷さんは私に音響のことを教えてくれています。機材のこと、音作りのこと。でも、それだけじゃない。音楽の本当の大切さも教えてくれてるんです。彼女はまっすぐな瞳で俺を見つめていた。もし本当に過去の谷さんのように自分のことしか考えてない人だったら、こんな風に人に教えたりしないと思うんです。私そう思います。その言葉に胸の奥が締め付けられる。箸を持つ手が少し震えた。彼女は気づいていないだろう。自分の言葉がどれだけ深く響いているのかを。谷さん。彼女は視線を少しそらし、お茶の湯飲みをそっと回す。店の古びた照明が彼女の方に淡い影を落としていた。さっき音響は響き合うものだって言いましたよね。私たちも響き合えてますかね。思いがけない言葉に心臓が大きく跳ねる。彼女は少し照れたように髪を耳にかけ、柔らかな笑みを浮かべた。ほんのりと赤みを帯びた横顔が夕暮れのように綺麗だった。なんていうか、毎週レッスンに来させていただいて、谷さんの話を聞いて、なんだか自分の中で、少しずつ何かが変わっていくような気がしているんです。それって、
もしかして響き合ってるってことなのかなって。まっすぐな瞳が俺を見上げる。いや、俺なんかとそんな。慌てて言葉を濁す俺に、店内の柔らかな明かりが揺らめいた。どこか遠くで風鈴が揺れる音が聞こえる。ごめんなさい。変なこと言っちゃいましたね。彼女は小さく笑ってごまかそうとしたが、耳まで赤くなっているのが見て取れた。俺も思わず目をそらす。俺たちの間には、どこか甘い空気が漂っていた。その甘い空気は、定食を食べ終える頃には自然と和らいでいた。ごちそうさまでした。二人でほぼ同時に箸を置く。店の外に出ると、すっかり夜の空気が街を包んでいた。本当に今日はありがとうございました。お食事もお話も楽しかったです。街灯に照らされた彼女の表情はどこか晴れやかだった。これからも音響のこと教えていただけますか？その問いかけに俺は少し考え込む。最初は気が進まなかったレッスンだったけれど、今は少し違う。彼女と話をしていると昔のように音楽が楽しくなってくる。それに彼女の一生懸命な姿を見ているのも悪くない。ええ、構いませんよ。本当ですか？彼女の目が輝く。その笑顔を見ていると、教えることを承諾して正解だったと思えた。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。深々と頭を下げる彼女に、俺は小さくうなずいた。駅に向かう彼女を見送りながら、不思議な気持ちになる。自分が音を教えることを、こんなに素直に楽しめるなんて、それは、まるで長い間閉ざしていた扉が、少しずつ開いていくような感覚だった。ある日、桜イベンツのオフィスビルの一室で、俺は搬入してきた機材の設置作業に追われていた。いつものバイトの仕事で、今日はミーティングルームに大型スクリーンとプロジェクターを設置する予定だった。あれ、俊介さん。背後から聞き覚えのある声が響く。振り向くと、桜井さんがオフィスの奥から小走りで近づいてきた。いつものように端正な顔立ちだが、今日は珍しく表情が曇っている。こんなところで会えるなんて、ああ、そうか。設営のバイトですね。ええ、スクリーンの設置に来ました。答えながら、どこか落ち着かない様子の彼女が気になった。普段の明るさが見られない。実は、俊介さんに相談したいことが、時間ありますか？ええ、バイトが終わった後なら。それじゃあ、終わったらエントランスで待っててください。俺の作業の手が自然と止まる。オフィスの蛍光灯に照らされた彼女の表情には、これまで見たことのない真剣さが浮かんでいた。エントランスで落ち合った俺たちは、空いている会議室に場所を移した。桜井さんが休憩室からアイスコーヒーを入れて持ってきてくれた。彼女は紙コップを両手で包むように持ち、口を開いた。実は、桜ロックフェスの担当を任されることになったんです。思わず顔を上げる。その名前は知っている。毎年海外の大物アーティストを招いて行われる大規模なロックフェスティバルだ。業界では知らない人がいないほどの大きなイベントである。でも、なんでいきなり？私も、正直驚きで。桜井さんは少しうつむいた。このフェス、実はエモーションスターズっていう海外のバンドが目玉なんです。安藤部長が向こうのマネジメント会社と太いパイプを持っていて、毎年呼んできて、それで成り立ってきたみたいで。エモーションスターズ。確か、ビルボードでも上位に食い込む、今をときめくバンドだ。ただ、ここ数年少しマンネリ化してきてるって声が多くて、集客も年々減ってるみたいなんです。エモーションスターズは素晴らしいバンドなんですけど、それだけに頼りすぎてたのかもしれません。それで、新しい企画を入れてなんとか刷新したいっていう話になって、若い世代の感性を生かしてみてはって声が上がったみたいで、そこで私に白羽の矢が立ったようなんです。この間の国際会議とか、いくつかのイベントで評価してもらってたから。言葉を選びながら、彼女は続ける。夢を叶えるチャンスだって分かってます。でも、いきなりこんな大きなフェス、私なんかに本当に務まるのかって、とても不安で。その時、廊下から聞こえてくる足音に、桜井さんは言葉を途切れさせた。会議室のドアがノックもなく開き、そこに安藤部長が現れる。こんなところにいたのか？探したぞ、桜井。安藤部長の表情は冷ややかだった。聞いたぞ。今度の桜ロックフェスの担当、お前になったそうじゃないか。お前みたいなひよっこに、俺が10年かけて築き上げたものを任せられるわけがないんだよ。
ひよっこって、部長。私はもう新人では。うるさい。低い声で吐き捨てるように言い放つ安藤に、桜井さんが思わず体をこわばらせる。そこで俺に気づいたのか、安藤部長が睨んできた。なんだお前は。ああ、わかったぞ。最近こいつに余計なことを吹き込んでる衛星バンドマンはお前だな。余計なことって。黙れ。机に両手をつき、安藤部長は俺たちを見下ろすような体勢をとる。背広の下で肩が震えているのは、怒りを抑えているためだろう。聞いたぞ。毎週のように音響を教えてるとかなんとか。いいか、もう桜井には関わるな。大事なイベントにはちゃんとしたプロがついてるんだから。お前みたいな、どこの馬の骨ともわからないバイトごときが、口を挟んでいい場所じゃないんだよ、ここは。机を指で叩きながら、安藤部長は続けた。これだけは覚えとけ。このフェスは俺のもんだ。新人が調子に乗って、今までの俺の成果を台無しにされてたまるか。最後まで威圧的な目線を向けたまま、安藤部長は乱暴にドアを閉めて出て行った。重苦しい空気が残された会議室で、桜井さんは深いため息をつく。ごめんなさい、俊介さん。あんな風にひどい態度で。俺が首を振ると、彼女は机に置いた資料を整理しながら、静かに話し始めた。安藤部長って、昔からずっとこうなんです。10年前にエモーションスターズの担当者と知り合って、それだけで部長まで上り詰めた人なんです。社内でもコネの人って言われてます。言いにくそうに言葉を選びながら、彼女は続ける。部長は、イベントの中身とか、お客様の反応とか、そういうのは全然考えてないんです。ただ海外アーティストとつながるってだけで、偉そうにしてるだけ。だから、部署の先輩たちもみんな、いい顔してないんですよ。資料を手に取りながら、桜井さんは決意を秘めた表情を見せた。でも、私は負けません。このフェスを、本当に音楽を愛する人たちのためのものにしたいんです。その言葉に、俺は思わず微笑んでいた。彼女の目には強い意志が宿っている。俺も手伝います。え？音響のことだけじゃない。フェスの成功に必要なことなら何でも。思いがけない言葉だったのか、桜井さんの目が大きく見開かれる。でも、さっきの部長の態度で気を悪くしたんじゃ。気にしません。それより、人の心を動かせるフェスを作りたいんでしょ。桜井さんは小さく、でもしっかりとうなずいた。午後の光が差し込む会議室で、俺たちの新しい挑戦が始まろうとしていた。それからの数週間、桜井さんは会社中を駆け回っていた。企画書を抱えながら各部署を回り、若手スタッフの意見を積極的に取り入れる。こんな風に観客と一体になれるフェスにしたいんです。と熱く語る姿に、ベテランたちも次第に引き込まれていった。去年までのレイアウトだと、メインステージだけが目立ちすぎてるんです。もっといろんなところで音楽が響き合うような、そうだ、サブステージを円形に配置して、観客がどの方向を向いても音楽が聞こえる。そんな会場にできないでしょうか。会議室の机に広げられた図面を指さしながら、桜井さんは提案する。俺も休憩時間を使って、できる限り相談に乗った。ここにサブステージを作るなら、音が干渉しないよう向きを変えた方がいいですね。あと、この通路狭くないですか？人が詰まっちゃいそうです。桜井さんは、俺の一つ一つの提案を真剣に聞き、時にはスマートフォンでメモを取る。そして、ここは絶対に譲れないという部分と、ここは柔軟に対応できるという部分をしっかりと整理していった。各ステージをつなぐ通路をミュージックロードって名付けて、そこでもストリートミュージシャンに演奏してもらうのはどうでしょう。面白いですね。でも、音の調整が難しそう。それなら、メインステージの音圧を抑えめにして、各サブステージの音が干渉しないように設定しましょう。そうすれば、全体的に音の密度は保てるはずです。打ち合わせは夜遅くまで及ぶことも多かった。額に汗を浮かべながら、企画書と格闘する桜井さんの横で、俺も一緒に考えを巡らせる。俺の昔のつながりが、思わぬところで役立ったこともあった。どうしても予算が足りないんです。でも音響の質は絶対に下げたくなくて、いい機材を安く借りられるところってないでしょうか。昔よくお世話になってた機材レンタル屋さんなら相談に乗ってくれるかも。あと音響スタッフも腕はいいのに意外とリーズナブルな人を知ってます。本当ですか？紹介していただくことって。ええ、今から電話してみましょうか。
ぜひお願いします。俊介さん、本当に救世主です。嬉しそうに微笑む彼女の表情に、俺も心が温かくなる。次第に企画は形になっていった。エモーションスターズだけでなく、実力派の若手バンドも複数組み込まれ、フェスの規模は去年以上になりそうだった。これまでのフェスは、ただ有名アーティストを呼んで、それだけだった。でも今年は違います。お客様と音楽がもっと近くなれる。そんなフェスにしたいんです。彼女の瞳は日に日に強い光を帯びていった。そしていよいよ、フェス当日になった。会場には早朝から大勢のスタッフが行き交っていた。俺も設営スタッフの一人として、ステージ裏で機材の最終チェックに追われていた。俊介さん。慌ただしくかけてくる足音とともに、桜井さんの声が響く。振り返ると、彼女は普段は見せない、まるで少女のような表情で目を輝かせていた。チェリーブロッサムのマーティンとショーンが来てるんです。さっき楽屋で見かけました。その名前に、俺の手の動きが一瞬止まる。あの二人、セカンドステージの鳥で出演するバンドのサポートで来日してるみたいで、すごくないですか？はあ、仕事で来てなかったらサインが欲しい。嬉しそうに話す桜井さんの声が少し遠くなっていく。俊介さん？桜井さんの心配そうな声で我に返り、平静を装う。ああ、すごいね。チェリーブロッサムの二人が来てるなんてね。あ、もしかして、具合でも悪いんですか？いや、大丈夫。それより、機材の方をチェックしないと。言葉を濁しながら、俺は作業に視線を戻した。が、手元のケーブルが少し震えているのが分かった。その時、後方から大きな声が聞こえた。どういうことだこれは。声を荒げているのは、エモーションスターズのボーカル、ヒュー・シアラーだった。マネージャーが差し出した書類を振り回しながら怒鳴っている。その剣幕に、周囲のスタッフが思わず後ずさる。契約書の内容が話していた条件と全然違う。追加報酬は、特別手当は。桜井さんが前に出て、丁寧に頭を下げる。申し訳ございません。ただ、契約書に記載されている金額が、正規の報酬として、御社とも事前に取り決めさせていただいた金額になっております。正規だと？ふざけるな。ヒューの怒声が響き渡る。その時、後ろから安藤部長の声が聞こえた。ヒュー、どうした？何かトラブルでも？にやりと薄笑いを浮かべながら、安藤部長が近づいてくる。安藤、話が違うじゃないか。例年通りの特別な配慮はどうなってるんだ？申し訳ない。今回は新しい担当者が契約を担当していて、例年の慣例については把握していなかったようだ。安藤部長は桜井さんの方をちらりと見る。その目には明らかな侮蔑が浮かんでいた。ヒューは地面に書類を投げつけ、周囲に向かって英語で怒鳴る。こんな素人に任せるからこうなるんだ。このままじゃステージには立てないな。ヒューの言葉にメンバーもうなずいた。そして彼らは楽屋の椅子に座り込んで動こうとしなくなった。桜井さんが焦った様子で楽屋に入った。シアラさん、お願いです。会場にはエモーションスターズの音楽を心から楽しみにしている人たちがたくさん来てくださっているんです。はあ、こんなはした金でこの俺に歌えってのか？去年の半分以下だぞ。半分以下の金で同じステージに立てると思ってるのか？ヒューは吐き捨てるように言う。そちらに関しては、私からお詫びさせていただきます。ステージの後で改めて。うるさい！素人は黙ってろ。お前にはわからないかもしれないが、これはプロの世界の話だ。こんな安いギャラで歌わされるくらいなら、さっさと帰った方がマシだ。そうこうしているうちに、時計は容赦なく進んでいき、エモーションスターズの出番の時間となってしまった。だけど、メインステージには誰の姿もなく、ただ、スタッフが慌ただしく走り回っている。開始予定時刻を10分過ぎても、エモーションスターズのメンバーは誰一人として、楽屋を出る気配を見せない。広大なメインステージの最前列からは、次々とブーイングが起こり始めた。何やってんだ！早くしろよ！という怒号が次々と飛び交う。それはたちまち会場全体に広がっていった。その時、若手スタッフが駆け寄ってきた。額には汗が浮かび、声は上ずっていた。桜井さん、観客席の様子がまずいです。特に前の方で押し合いが始まってて、このままじゃ収拾がつかなくなります。別のスタッフも無線を握りしめながら走ってきた。警備の人たちがもう抑えきれないって。桜井さんの顔から血の気が引いていく。ブーイングはさらに大きくなり、会場全体が怒号に包まれていった。このままじゃ。桜井さんの顔が青ざめていく。その様子を
俺は黙って見ていた。このままじゃフェスが台無しになる。今、ここにいる誰もが音楽を心から愛してる人たちだ。そんな人たちを失望させるわけにはいかない。諦めかけていた空気の中で、俺は一歩前に踏み出していた。振り返る桜井さんの前で、静かに、でも確かな声で言った。俺が代わりにやります。その場の空気がシーンと凍った。安藤部長があざけりの笑みを浮かべる。はあ？何言ってるんだ。お前に何ができる？バイトの分際で笑わせるな。でも、俺の決意は固かった。俺はギターをスタッフから借りると、ステージに向かって歩き出した。ふざけるな。お前みたいなエセバンドマンなんかに、このフェスを台無しにされてたまるか。安藤部長の声を無視して、俺は階段を一段ずつ上がっていく。懐かしい重み、手に馴染むギターの感触。どれだけ時が経っても、この感覚だけは忘れられなかった。ブーイングや怒号が渦巻く会場のステージに立つと、その光景が一瞬、昔と重なった。スポットライトが眩しい。深く息を吸い、ギターを構える。弦に触れた指先がかすかに震えている。そっと目を閉じ、一音、つまびいた。澄んだ音が怒号の渦巻く会場に溶け込んでいく。続いて、もう一音。指が覚えていた。この音の運び方を。この響きの作り方を。魂の奥底で眠っていた感覚が、今、目を覚ましていく。俺が曲を奏でると、まるで時が止まったかのように、会場のざわめきが静まった。数千の視線が俺の指先に釘付けになっていく。そして、俺は歌い始めた。最初はかすれていた声が、次第に力強さを取り戻していく。体の中を音が駆け巡る。時を超えて、魂が目を覚ましていくようだった。ギターをつまびく指が自然と動き、声が旋律を追いかけ、それらが溶け合って一つの音になっていく。会場の空気が変わっていくのが分かった。怒りに満ちていた空間が少しずつ音楽に満たされていく。フロアの後方から静かに手が上がり始める。それが徐々に前へと広がり、いつしか会場全体がゆっくりと揺れ動いていた。ステージの眩しい照明の中で俺は目を閉じて歌い続けた。かつて夢中で音を重ねたあの日々の感覚が今確かに蘇っていた。最後の音が会場に響き渡り、俺がギターから手を離した瞬間、会場は一瞬の静寂に包まれた。その後、まるで堰を切ったように、轟くような拍手が湧き起こる。あれってもしかしてチェリーブロッサムの？俊介だ。あの伝説のギタリストの俊介が帰ってきた。本物？観客の間で次々と驚きの声が上がり、それが波紋のように広がっていく。どよめきは次第に歓声へと変わり、会場全体が熱気に包まれていく。バックヤードでは、桜井さんや安藤部長、スタッフたちが目を見開いて立ち尽くしている。でも、俊介って確かメンバーと喧嘩して解散したんじゃなかった？あれ、どうなったんだっけ？観客の間で囁かれる声に、俺はマイクを握り直した。皆さんの記憶の通りです。会場が静まり返る。5年前、チェリーブロッサムは解散しました。原因は、すべて、俺の傲慢さにありました。深く息を吸い、続ける。デビューしてから、俺たちは本当に幸せでした。ファンの皆さんに支えられて、どんどん大きなステージに立てるようになって。でも、成功すればするほど、俺はおごっていった。自分の音が一番だって。自分の感性が全てだって。一瞬、言葉を詰まらせる。マーティンがもっとバンドとして音を作ろうって言ってくれた時も、ショーンが昔みたいにみんなで音を合わせようって提案してくれた時も、全部無視した。そうやって仲間の思いを踏みにじって、ついにはレコーディング中に大喧嘩になって、会場が俺の言葉に息を潜めている。あの時、二人は俺に言ったんです。音楽は一人じゃできない。響き合ってこそ意味があるって。でも俺は、その大切な言葉の意味がわからなかった。マイクを持つ手が震える。それから5年、音楽から逃げるように生きてきました。でも今日、このステージに立って、やっと分かった気がします。音楽っていうのは、人の心と心をつなぐものなんだって。その瞬間、目の端に涙が滲んだ。マーティン、ショーン、今更かもしれないけど、本当にごめん。素直に、心の底から絞り出した言葉だった。会場は、水を打ったように静まり返っていた。数千の視線を感じながら、俺はギターを強く握り直した。この5年間、
一度も演奏していなかった曲。でも今なら、今の俺だからこそ、この曲を届けられる気がした。深く息を吸い、再び弦をつまびく。かつてのヒット曲のイントロが会場に響き渡る。その時、ステージ袖から2つの影が現れた。振り返ると、マーティンがベースを、ショーンがドラムスティックを手に立っていた。2人とも昔と変わらない笑顔を浮かべている。言葉を交わす間もなく、マーティンの重厚なベースラインが俺のギターに絡み始める。続いて、ショーンの正確なドラムビートが加わる。まるで5年の時が消え去ったかのように、俺たちの音は自然と溶け合っていった。俺の指先が昔よく弾いたフレーズを紡ぎ出す。するとマーティンがその音を受け止めるように低音を重ね、ショーンがシンバルでアクセントを加える。俺たちだけが知っているあの頃の合図。観客が歓声を上げる中、音はさらに高みへと登っていく。俺たちの魂が音となって響き合う。それはもう誰のものでもない。ただ、この瞬間に生まれた奇跡の音。曲が終わり、最後の余韻が会場に満ちていく中、俺は少し戸惑いながらギターを下ろした。マーティン、ショーン、どうして？マーティンが俺の肩に手を置く。ショーンも近づいてきて、3人で小さな輪を作る。あの頃、ライブ後にいつもやっていたように。久しぶりだな、俊介。お前の音、5年経ってもやっぱり特別だよ。マーティンの声が懐かしい温かさで響く。ショーンが目を潤ませながら続ける。でもな、今日の音はあの頃とは違ってた。なんていうか、もっと人の心に寄り添うような。それは、言葉に詰まる俺に、2人は優しく微笑みかける。昔はいろいろあったけど、みんな若かったんだよ。お前も、俺たちも。マーティンの声に、深い懐かしさと優しさが混ざっている。今度は一緒にやろうぜ。俺たちもずっと、お前の音が恋しかったんだ。お前がいない音楽は、どこか物足りなくてさ。込み上げてくる感情を抑えきれず、俺の目から涙が溢れ出す。それは後悔と喜び、そして希望が混ざり合った温かな涙だった。マーティン、ショーン。俺たちは額を自然と寄せ合う。会場からは大きな拍手が沸き起こっていたけれど、この小さな輪の中では時間が静かに流れていた。マーティンが最初に顔を上げ、にやりと笑う。なあ、俊介、あの曲覚えてるか？ベースのイントロを軽く鳴らすと、俺の体が懐かしい旋律に反応する。ああ、忘れるわけないだろ。カウント頼むぜ、ショーン。任せとけ。ワン、ツー、スリー、フォー。ドラムスティックが空を切る音とともに、チェリーブロッサムの代表曲が響き出す。冒頭のリフに観客から悲鳴のような歓声が上がる。最前列から次々と手が上がり、フロア全体が波のように揺れ始める。懐かしいメロディーに合わせて数千の声がコーラスになる。昔のセットリストがまるで昨日のことのように自然と呼び覚まされていく。一曲、また一曲、激しいナンバーからしっとりとしたバラードまで、5年の空白を感じさせないほどに音が完璧に重なり合う。ギターソロでマーティンと向かい合えば、ベースが俺の音を支え、背中越しに交わすショーンとの視線で切れ目のないビートが生まれる。かつてのあうんの呼吸がさらに深みを増して蘇っていた。会場の熱気は曲が進むごとに上昇していく。スタッフが慌てて照明を調整し、即席のスモークマシンが焚かれ、バックヤードは舞台裏とは思えない興奮に包まれていた。アンコール！アンコール！鳴り止まない手拍子に俺たちは顔を見合わせる。その時、ステージ袖から意外な姿が現れた。混ぜてもらえるかな。ヒューがマイクを手に歩み寄ってくる。その後ろにはエモーションスターズのメンバーも揃っている。ヒューは先ほどまでの険しい表情を消し、どこか晴れやかな顔をしていた。俺たちの前で足を止め、彼は続ける。君たちの演奏を聞いてて大事なことを思い出した。音楽ってのはギャラの額じゃない。心と心をつなぐものなんだ。昔俺もそう信じてた。一瞬の静寂の後、俺がうなずくと、ヒューは満面の笑みを浮かべた。そして最後の一曲が始まった。それは俺たちの原点とも言えるデビュー曲。エモーションスターズの力強いボーカルが俺たちの音に重なる。それは予期せぬコラボレーションだった。でも、まるで昔からの約束だったかのように、音が自然と絡み合っていく。エモーションスターズとチェリーブロッサムが即興で織りなすハーモニー。それは誰も予想していなかった奇跡のような演奏だった。当初の予定とは全く違う展開。
けれど、会場の熱気は最高潮に達していた。観客は総立ちで手を振り、時には涙を流しながら、伝説のバンドの復活と世界的アーティストとの奇跡のコラボレーションに酔いしれていた。スポットライトを浴びながら俺は思う。この音はもう二度と失いたくない。そしてこれは誰もが忘れられない伝説のフェスとなった。最後の音が鳴り止み、カーテンが降りた後も会場の熱は冷めやらない。チェリーブロッサム、エモーションという声が何度も響き渡った。興奮冷めやらぬままバックヤードに戻ると、スタッフたちが大成功に沸いていた。すごかった。まさかあんな展開になるなんて。SNS が大変なことになってます。伝説のコラボってつぶやきがたくさん。若手スタッフたちが興奮気味に話し合う中、桜井さんの周りにも人だかりができていた。さすが桜井さん。こんな歴史的なステージを作っちゃうなんて。あのエモーションスターズとチェリーブロッサムの奇跡のセッションですよ。最高でした。喜びに目を輝かせる桜井さんの姿に、スタッフたちから次々と祝福の声が上がる。その輪から少し離れた場所で、安藤部長が壁に寄りかかったまま、うなだれていた。バカな。俺の完璧な計画が。10年かけて築いたコネが、新人風情に、たかがバイトごときに、俺のフェスが奪われるなんて、クソ。そんな彼を横目に、ヒューが桜井さんに向かって話し始めた。会社に報告していただきたい。これまで安藤とは、出演料の水増し契約を結んでいました。表向きの金額を実際の倍以上に設定し、その差額を会社の経費として計上。私たちのマネジメント会社と山分けにしていたんです。ヒュー、お前裏切るのか。黙れ。ヒューの一括に安藤部長が縮み上がる。俊介の演奏を聞いて俺は目が覚めた。音楽ってのは金じゃない。心なんだ。観客の感性を聞けばそれがわかるはずだった。それなのに俺たちは、いや、俺は間違っていた。周囲のスタッフたちの視線が安藤部長に集まる。詳細な証拠は後ほど提出させてもらう。ちょっと待ってくれ、ヒュー。安藤部長の懸命な声も、もはや誰の心も動かさない。バックヤードの片隅では、桜井さんが携帯で本社に連絡を入れ始めた。それを見た安藤部長の顔から、最後の血の気が引いていく。会場から響く観客の歓声が、まるで判決の音のように響いていた。深夜近く、撤収作業が全て終わった会場は、嘘のように静まり返っていた。広大なフロアは、不思議なほど落ち着いた空気に包まれている。機材を運び出す作業員たちも帰り、ステージ上の照明も落とされた。ほんのり薄暗い会場で、俺は最後の点検を終えようとしていた。俊介さん。後ろから桜井さんの声が聞こえる。振り返ると、彼女は少し疲れた様子で、でも晴れやかな表情を浮かべていた。まさか俊介さんが、あのチェリーブロッサムのギタリストだったなんて、夢にも思いませんでした。どこか寂しそうな、でも優しい微笑みを浮かべる彼女に、俺は何と答えていいかわからなかった。暗めの茶色の髪が、かすかな明かりに照らされて揺れる。その横顔はいつもより少し大人びて見えた。でも不思議ですね。え？最初に会った時から、俊介さんの中に何か特別なものを感じてました。音楽に対する優しさというか、深い愛情というか。彼女はステージの方に目を向け、少し言葉を探すように間を置く。毎週の練習で、俊介さんは音響の技術だけじゃなくて、音楽の大切さも教えてくれました。機材の扱い方を学びながら、私も少しずつ人の心に寄り添う音作りができるようになって、今日のフェスだって俊介さんがいてくれたから最高の音で届けられたんです。そして彼女はゆっくりと俺の方を向いた。私たち、ちゃんと響き合えてましたね。囁くような声で言って、彼女は俺の方を見上げた。薄暗い会場で彼女の瞳が綺麗に輝いている。心臓が小さく跳ねる。言葉に詰まる俺に、彼女は柔らかな笑みを浮かべる。その表情に緊張が解け、俺も微笑み返した。そうですね。これからも互いに助け合っていきましょう。頬が熱くなるのを感じながら精一杯の言葉を返す。彼女の方もほんのりと赤みを帯びた。フェスの翌日、桜イベンツの会議室は重苦しい空気に包まれていた。ヒューは宣言通り安藤部長を告発した。彼は毎年エモーションスターズの出演料を水増しし、その差額を私的に着服していた。
海外のマネジメント会社との間で裏契約を結び、見かけ上の出演料を実際の倍以上に設定。その差額を会社の経費として計上し、マネジメント会社と山分けしていたのだ。さらに調査が進むと、他のアーティストとの契約でも同様の不正が次々と明らかになった。バックステージの設営費用の水増し、機材レンタル料の水増し、人件費の架空計上。安藤部長は自分のコネを利用して長年にわたって巧妙な資金流用を続けていたのだ。この5年間で総額およそ8000万円の損失が確認されました。経理部からの報告に重役たちの表情が険しくなる。さらに海外のアーティストに関しては適切な源泉徴収も行われていませんでした。追い打ちをかけるように法務部からも厳しい指摘が入る。結果、安藤部長は懲戒解雇。関与が疑われる海外のマネジメント会社とは全ての契約を解除することが決定した。今後は経理のチェック体制を強化し、契約に関しては必ず複数の目で確認を行うことといたします。社長の声が会議室に響く。これまでの放慢な体制が一気に締め直されることになった。フェスから1週間後、俺はマーティンとショーンと3人で久しぶりにスタジオに集まっていた。なあ、俊介、俺たちまた一緒にやらないか。マーティンがベースを膝に乗せながら自然な口調で切り出した。でも、お前らは海外で活動してるんだろ？それがしばらく日本にいることになってさ。ショーンがドラムスティックを回しながら笑う。向こうのレーベルと話がついた。プロデューサーとしても活動できるように東京にスタジオを持つことになったんだ。マーティンが続ける。おまけに、フェスの動画が SNS で拡散されちまって、チェリーブロッサムの復活を期待する声がすごいことになってるらしい。俺は少し考え込む。確かにあの日、ステージで感じた感覚は忘れられない。5年前とは違う新しい音が、この指先に宿っているような気がしていた。いきなりバンド再開は荷が重いかもしれない。でもまずは3人で新しい音を作ってみようぜ。このスタジオで。ショーンの提案にマーティンもうなずく。そうだな。無理せず、でも本気で。お前の音、もう一度聞かせてくれよ。その言葉に胸の奥が熱くなる。スタジオの空気が懐かしい匂いを運んでくる。あ、ギターを手に取りながら俺は決意を固めていた。もう逃げることはない。音楽と正面から向き合う時がまた来たんだ。数日後、いつものライブハウスの前で桜井さんと待ち合わせた。珍しく私服姿の彼女は会社帰りとは思えないほど弾むような足取りで近づいてきた。俊介さん、実は嬉しいお話があって。待ちきれない様子で彼女は話し始めた。フェスの後、社長直々にお呼びがかかったんです。最初は怒られるかと思って。でも、むしろ褒めていただいて。嬉しそうに目を輝かせながら彼女は続ける。来年の夏フェスのメイン企画を任せたいって。しかも、今回よりも大きな規模で、君の音楽への情熱は本物だ。あのフェスで証明してくれたっておっしゃっていただけたんです。照れくさそうに髪をかき上げながら彼女は少しうつむいた。それに、チーム編成も任せてもらえることになって、音響スタッフの人選からアーティストの選定まで、私の考えを全面的に取り入れてくれるって。それはすごいですね。はい。これからはもっともっと素敵なフェスを作っていきたいんです。音楽の力で誰かの人生を変えられるような、あの日の私みたいに。その言葉には確かな自信が滲んでいた。もう迷いを感じさせない、しっかりとした芯のある声だった。実は俺も、言いにくそうに口を開くと、彼女は首をかしげた。マーティンたちとまた音楽をやることにしたんです。いきなりバンド再開というわけじゃないけど、少しずつ新しい音を作っていこうって。え、本当ですか？声を上げた彼女は、思わず俺の両手を握りしめていた。よかった。本当によかった。俊介さんの音楽、もう一度聴けるんですね。その無邪気な喜びように、俺は頬を緩ませた。そのことに気づいたのか、慌てて手を離した彼女は、頬を染めながら付け加えた。ライブとかするなら、イベントでご一緒させていただけたりしませんか？ええ、ぜひお願いします。そう答えながら、ふと気づく。この先、彼女とはもっと近い関係になれるかもしれない。いや、ならなければいけない。最初は音響の先生と生徒という関係だったけど、いつの間にか特別な存在になっていた。彼女の純粋な音楽への思い、一生懸命な姿、
時折見せる愛らしい仕草。すべてが俺の心を揺さぶっていた。もう迷うことはない。音楽を通じて心を開いてくれた彼女に、今度は俺から心を開こう。街灯が灯り始める中、俺は彼女の目をまっすぐ見つめた。通りを行き交う人々の声が遠のいていく。この瞬間、世界には俺たち二人しかいないような気がした。すずめさん。はい。俺、あなたのことが好きです。音楽のこと以外でも、ずっと一緒にいてほしい。息を飲むような声が聞こえる。彼女の瞳が少しずつ潤んでいく。私も、俊介さんと一緒に、音楽のこともそれ以外のことも、全部作っていきたいです。彼女の頬を伝う一筋の涙が夕暮れに輝いていた。これからは二人で響き合っていこう。そっと差し出した手に彼女のぬくもりが重なる。これから先もきっと俺たちの音は響き合っていく。新しい音楽と新しいイベントを作りながら、それはもう誰にも止められない歩みになるだろう。かつての俺は自分の音が全てだと思い上がっていた。でも、すずめさんと出会って俺は初めて気づいた。人を助けることは自分の心も救うということに。彼女の純粋な思いに触れ、音楽への情熱を取り戻せた。そして、再びマーティンたちと出会い直すことで、新しい響き合いの形を見つけることができた。本当の音楽は、心と心が響き合うところから生まれる。バンドメンバーとの音の重なり、観客との一体感、スタッフたちとの信頼関係、すべてが互いを支え合い、響き合ってこそ、最高の音が生まれるんだ。音楽は一人では作れない。でも、互いに助け合い、響き合えば、どんな音も奏でられる。それは、人生も同じことだと、俺は思っている。